今日はこのタウンエースキャンピングカーを紹介します。神奈川県のキャンピングカービルダー聖人21さんのルクシオプロと言います。マイナーチェンジされたモデルで発売されたばかりです。実は自分タウンエースベースのキャンピングカー購入しようと思って購入に踏み切れなかった車両なんです。その理由が2つあります。1つが車検が1年に1回、そしてもう1つがエアコンがついたモデルがないといった理由でした。でもこのルクシオプロはその2つのデメリットを克服したキャンピングカーで、車中泊しない人でも仕事の休憩や普段使いで重宝するキャンピングカーの枠を超えた車なんです。普通に欲しいと思っているので、今回自分が購入するならの目線で内外装走りもチェックします。そして標準装備がびっくりしますよ。今から詳しく説明します。まずはスペックです。サイズ全長 4060mm、 全幅 1665mm、 高さ 2000mm、 ベース車両はタウンエース、海外名グランマックス、マイチェン後の車両なのでエンジンのトルクが上がって走りが良くなってます。燃費や高速道路でリッター14から16キロ、街乗り11から13くらいです。価格が2区が396万4000円、4区が424万7000円、4人乗車2人就寝、キャンピングカー用の8ナンバーです。外装なんですけど、見た目はキャンピングカーと分かりません。上を見ると換気扇がついているので分かるかなって感じがします。まさにステルスキャンピングカーですね。屋根にはルーフベントとソーラーパネルがついてます。ソーラーパネルは 180W 標準装備です。フロントの下側にロゴがあります。ルクシオプロ。後ろなんですけど、こちらもロゴがあります。これ左右にありますね。そしてこちら外部入力です。これなんと標準なんです。ナンバーの横にはバックカメラついてます。これも標準なんです。こちらサイドなんですけど、運転席のドアパネルにもロゴがあります。そして窓なんですけど、カーテンがあるので中が見えません。こちらはまた後で内装紹介の時に中から見ます。こちらドアのバイザーなんですけど、これで雨が入らないようになります。こちらはオプションです。タイヤのホイールは14インチです。これならしっかり安定して走行してくれそうです。今日は後で実際に走ってみて、加速、コーナリング、ブレーキングなど走行性能を体感したいと思います。それでは内装の前に気になる運転席チェックします。こちらシートなんですけど、黒のレザー、これも標準です。本来はグレーのビニールシートです。これがあることにより商用板感がなくなります。座ってみて、まず頭のヘッドクリアランスなんですけど、拳が2個ちょっと入ります。こちらルームミラーなんですけど、後ろのバックカメラが表示されます。そしてドラレコ系になってます。1回つけてみます。これもうはっきり見えます。これはありがたいですね。でこれ上下に動きます。そしてナビもついてます。でなんとこの2つ標準装備なんです。すごいですよね。 ETC はオプションになります。このベース車両のタウンエースマイチェン後なんで、クルーズコントローラーが後付けできます。これ電子スロットルなんで、社外品で出ているピポットなどのクルコンやスロコンつけたら運転がめちゃくちゃ楽になります。これは個人的にはキャンピングカーに必須の装備だと思ってるんで、かなりポイント高いです。クルコンつけると速度を設定すると、もうアクセルから足離して自動で走行してくれます。それではいよいよ内装チェックします。いやー、ちょうどいいな。エアコンありますね。そしてこの床、木目調のマットが敷いてます。気のぬくもりが感じられて、車の中とは思えません。
そしてこのレイアウト、後ろがラックになっています。後ろのドアを潰すことによって割り切るっていうんでしょうか、様々なメリットが生まれます。ベッドの長さ確保したり、収納が劇的に増えます。車中泊を始める前は後ろのドアを開けて海とかですね、綺麗なとこでご飯食べたいっていうのがあったんですけど、実際使っていくと虫入ってくるし、暑いし寒いしであんまり開けないんですよね。なのでこのレイアウトはかなり気になっていました。今日はこの後実際に車中泊で使ってみて、このレイアウトの使い勝手を体感してお伝えします。入り口なんですけど、これ木の箱、これなんと下駄箱なんです。そしてこれが FRP 製のオリジナルカバー、これも標準なんです。スイッチ類はここに集約されています。これが DC ソケット、そしてソーラー充電のオンオフ、AC コンセントは2つあって、インバーター電源と外部電源です。でこれはモニターですね、テレビのモニタースイッチになります。これはバッテリーの確認ですね、表示パネルが出ます。そしてインバータースイッチとサブバッテリーかメインバッテリーの切り替えがこちらでできます。テレビ見るときは運転席のナビを連動させます。なのでメインバッテリーとサブバッテリーの切り替えスイッチが必要になってきます。こちらも実際の車中泊で後で体感してみます。バンコンなんですけど、断熱がしっかり入っています。まず天井ですね、それとサイド断熱入ってます。床は断熱が入ってないということです。やっぱり夏場は外から太陽の光でめちゃくちゃ暑くなります。冬場も冷気が鉄板を伝って中に入ってきます。なので断熱はありがたいですね。こちらも今日の車中泊で実際に効果あるのか体感します。なんかこの断熱入れることによって遮音性も上がってそうですね。これは楽しみです。ソファーは横向きレイアウトです。これ横になって対面できます。こちら2名乗車可能です。心配していた後ろのヘッドクリアランスなんですけど、しっかりありました。拳1個分はなくて手のひら2個分って感じです。このソファーの生地と色は変えれます。この3種類から色もたくさん選べ、組み合わせれば約60種類から選べます。これもなんと標準装備ということです。すごいですね。自分だったら明るめの青とか白とか緑などの明るめの色にして車内を広く見せると思います。黒もシックでいいですよね。ソファーの上にフックがついてます。こちらベッド展開なんですけど、この後ろの背もたれを外して前面に敷き詰めます。後でやってみます。でこのソファーは今なんとまた新しく改良しているそうです。こちら結構大きいんですけど、分割式になってはめていけるんで、もっと簡単にベッド展開ができるようです。改良後の画像ありましたらまた後で貼ってきます。こちらがメインのテーブルになります。これはポール式で上に引っ張れば取れます。これもネジで外れます。で後ろはですね、このリアのところにもちょっとしたスペースがあります。こちらは車中飯などをするときに食材とか置いとくの便利そうです。窓なんですけど、これはもう本当に普通の窓なんですけど、これ標準でカーテンがついてます。これはシェードしなくていいんでかなり楽ですよね。で運転席と後部座席、こちらも間仕切りカーテンがあります。ちょっとした休憩などはフロントガラスのシェードいらないんで、これは助かります。収納が大きく分けて2箇所あります。ソファー下とリアのラックです。このソファー下が大容量で、こんな感じでかなり空いてます。こちら後輪側なんですけど、これタイヤハウス見えますね。ここも収納です。ただこちら肉なんですけど、4駆になるとこの辺出っ張りできるんで収納が減るかもしれません。反対側の助手席の後ろ側もこんな感じで収納になってます。リアのラックにも収納があります。これすごいですね。こんな感じで隠し収納あります。もう忍者の小部屋みたいですね。こことこうですね。まあまあのものが入ります。このルーフベントがすごいんです。超薄型なんで設置してもタウンウェイスの車高が2メーターに収まりました。これも標準装備なんです。これが照明なんですね。すごい理にかなってますよね。明るいです。でこれがイン、吸気で、これが排気ですね。操作も簡単です。
このつまみで開け閉めできます。これ雨の日入ってきそうですね。でも小雨ぐらいだったらいけそうです。これも実際に雨の日車中泊使ってみたいですね。大きいキャンピングカーならこのルーフベントついてるんですけど、タウン S クラスでついてるの珍しいですよね。吸気にすると風がかなり入ってくるんで、ここ座っていたら扇風機のように涼しいです。そしてこの排気ですよね。ここで車中飯した時に煙とか全部抜けていきそうです。今日はなんとここで焼肉してみます。ステージ21さんに許可もらいました。これで車内の匂いがどのぐらい残るのか検証したいと思います。リアの装備品なんですけど、まずこちら冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、テレビのモニター、ギャレ、これなんと全部標準装備なんです。すごいですよね。これだけで余裕で5、60万はすると思います。この大注目のエアコンなんですけど、かなり省エネだそうです。インバーターは内蔵されてないのでオンかオフだけのようです。105A の鉛バッテリー2つで炎天下6時間くらい使えるようです。今日は実際に車中泊で使ってみて、一晩持つのか炎天下で涼しいのか体感してお伝えしたいと思います。バッテリーなんですけど、標準では1つ 105A が1つなんですけど、今回の車両はデモ機は 100A が2個ついてます。なので長時間使用可能になってます。ギャレーはね、かなりちっちゃいですね。手のひら1、2個分ぐらいで結構おしゃれな形になってます。もう本当に歯磨きとか簡単な野菜洗うぐらいだと思います。こちらも実際に車中飯で今日使ってみます。で、給水排水のタンクは後ろにあります。こちら10リッターずつあります。そして FF ヒーターなんですけど、キャンピングカー専用の暖房ですね。こちらは標準ではついておりません。オプションになります。それではこちらのソファーをベッド展開実際にしてみます。一回タイム測ってみます。はい、ちょっと初めてしたんで手こずっちゃいました。時間は2分56秒でした。ちょっとキツキツでなかなかうまくはまらなくて時間かかってしまいました。慣れたらもっと早くなると思います。全体ベッドにするとかなり広くなりました。長さが180センチ、そして横幅が137センチ。これ大人2人で大丈夫なんですけど、ちっちゃい子供っても大丈夫そうですね。実際に自分寝てみます。今日一日触ってみて感じたメリットデメリットあったんですけど、それをお伝えする前に今軽く試乗行ってみたいと思います。街乗りでの乗り心地確かめます。現在の車内なんですけど、車中泊の荷物はまだ載せてません。この状態で走行してみます。さあ、雨降ってますんで安全運転でゆっくり行ってきます。このルームミラーめちゃくちゃ見やすいです。大きいんではっきり見えます。後ろのガラスから直接見えないんですけど、なんやったらもう逆にこっちの方がええわってぐらいよく見えます。で、タウンエースサイドのミラーも結構大きいんで、大きい車の運転苦手な方でも問題なく運転できると思います。これは街乗りにぴったしですね。街乗りの加速なんですけど全然問題ないです。で、こんな感じで止まっても結構トルクありますんで、すぐに法定速度に達します。乗用車まではいかないんですけど、それに近い感覚で街乗りのストップ&ゴーは運転できると思います。今30分ぐらい街乗りで運転していたんですけど、やっぱりトルクあるんでアクセル踏んだら踏んだ分だけ進んでくれます。信号の先頭になった時に一応強く踏み込んで制限速度までタイム測りたかったんですけど、今回車混んでるんでできないんで、また次の機会にしたいと思います。乗り心地なんですけど、これキャンピングカーなんで後ろ仮装しているんで重くなっていってもっとガタガタするかなと思ったんですけど、意外と普通です。ちゃんと路面のギャップもこんな感じでショックいなしてくれて、乗用車まではいかないんですけど、ほんとそれに近い感じで運転ができます。これは長距離も楽そうです。はい、今ブレーキ踏んだんですけどしっかり止まりますね。全然問題ないです。やっぱり重量があるんで制動距離伸びるんかなと思ったんですけど、キャブコンタイプと違ってしっかり止まってくれました。コーナーリング性能なんですけど、もうちょっとしたらこの R のきついカーブありますんで、そこで体感してみます。
今かなりきつめのコーナリングだったんですけど、ロールは比較的抑えられてました。これ本当に普通車のように運転できます。やっぱりバンコンの最大のメリットですね。この普通車のように運転できるところが。走りで一番気になるのが上り坂ですね。車種役の道具を満載してお水もたくさん積んだ状態で山道坂道走るのかをこの後車中泊行くときに体感してみます。それでは一旦お店戻ります。それでは今回1日触ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、まずはメリットからいきます。なんといってもこのオプション級が全部標準でついてるんですね。なので購入したらもうそのまますぐ車中泊に行きます。普通キャンピングカー買ったことある方ならわかると思うんですけど、こんだけオプションつけると100万円くらいします。これは大きなメリットだと思います。2つ目のメリットなんですけど、こちら後ろの給排水タンク、ここにあるんで取り外しがめちゃくちゃ簡単なんですね。中にあると結構めんどくさいんですよね。これはかなりメリットだと思います。で、なんといっても最大のメリットはやはりこのエアコン、ルーフベント、8ナンバー、この3つ揃っているのは今のところこのルクシオプロだけです。これは普段使いに仕事にレジャーにと大活躍間違いないですよね。例えば大きいキャンピングカー乗ってる方もこれ普段使いに欲しいんじゃないでしょうか。そして冒頭にも言ったんですけど、キャンピングカーに興味ない方も仕事の休憩場として、あるいは家に居場所がない方は夏でも冬でも快適にここで過ごせると思います。そしてデメリットなんですけど、まず最初にこのベッド展開が少し手間でした。大きい背もたれがベッドのマットになるんですけど、やっぱり大きくてこの狭い車内では展開するのが少し大変でした。次の改良された分割バージョンがどんな感じか気になります。次のデメリットなんですけど、このカーテン標準でついててありがたいんですけど、ちょっと薄いのが気になります。光が漏れないのか、あとはこのシェードがない分光の断熱してくれると思うんですけど、これあんまり効果なさそうな気もします。これは実際に使ってみて体感しています。もし自分で購入したならこのカーテンレールはついてるんで、自分でもっと遮音性遮光性の高いカーテンに変えると思います。ただその場合何年製の証明書がいるんで、キャンピングカーの場合は車検時に必要になります。そこだけ注意ですね。そして次がこの網戸がないんですね。せっかくルーフベントついてるんで換気できるんですけど、網戸がないと虫が入ってきてしまいます。次なんですけど、このバンタイプ全般に言えることなんですけど、やっぱり高さあるんで乗り降りがしにくいです。何か台みたいなのが必要です。ただその台もちょっと狭いんで工夫しないと置く場所がないかなと思いました。次なんですけど、自分が YouTube の撮影をしているからかもしれないんですけど、これ照明がこれしかないんで少し暗いです。こちらは実際に夜車中泊してみて使い勝手を体感したいと思います。次のデメリットなんですけど、納期が1年かかります。キャンピングカー購入検討している方なら1年というのが早めというのは分かると思うんですけど、やっぱりもっと早く乗りたいですよね。なのでこれからの期待も込めてあえてデメリットの方に入れさせてもらいました。ただ社長の下田さんに聞くと、納期をできるだけ早くできるように多めに言っているとおっしゃってました。そしてこれ以上納期が伸びないように体制を整えるともおっしゃってました。これは今後に期待ですね。あと気になるのはこのメインのテーブル、ポール、車中飯の時ぐらつかないか、そして断熱ですね。この温度伝わらないか、遮音性どのぐらいあるのか、こちらを今から車中泊に行って体感していきます。ルクシオプロ使い勝手かなり良さそうです。これは車中泊は楽しみです。で、今回初めてステージ21さん来てみたんですけど、感じたことが、こんなキャンピングカー屋さん家の近くに欲しかったなと思えるビルダーさんでした。他社のキャンピングカーでもエアコン取り付けてくれたり、とにかく値段を安く納期も早くお客さんを第一に考えられているビルダーさんだと肌で感じました。それでは今から実際にルクシオプロで車中泊に行ってきます。タレつけてネギとご飯バウンドさせて、ちょっと鮭の匂いしてきたんでルーフベントで換気します。着きました。
設定温度どうしましょう。25度にとりあえずしておきます。バッテリー残力はガクンと減りました。一回騒音計で数字出しておきます。だいたい1メーターぐらいの距離でこの車体の下にあるんですけど、だいたい1メーターぐらい。また止まりました。このまた LU ですね、表示出てます。神奈川県のキャンピングカービルダーステージ21さんに来てます。今からこの小型のタウンエースキャンピングカールクシオプロで車種旅に行ってきます。今回の車種旅で気になるのがこのエアコン、何時間使えるのか、夏でも冷えるのか、ルーフベントの換気能力、焼肉してみます。そして天井とサイドに断熱材が入ってます。実際に寝てみて遮音性や断熱を体感してみます。それでは早速車種泊の道具をルクシオプロの中に積み込んで出発します。はい、これで給水完了です。やっぱりこの位置めちゃくちゃ給水しやすいですね。車内なんですけど、こんな感じで綺麗に収納できました。ここのソファー下、キッチンのクッカーや洗剤など、あとゴミ袋ですね。まだまだ容量あります。そしてリアのソファーの下にも収納あります。ここも一つ荷物置いたんですけど、まだまだ空いてます。よく使うキッチンペーパーやお皿など、この辺はもうここに置いてます。一人だったら全然問題ないと思います。ポータブルバッテリー一応持ってきました。今回のメインの企画の中でこのエアコンどのぐらい使えるのかっていうのがありますんで、このサブバッテリーはエアコンと照明だけに使います。で、あとの冷蔵庫とか調理器具はこのポータブルバッテリーから使っていきます。それでは安全運転で行ってきます。はい、今ステージ21さん出発しました。で、ここからですね、一旦スーパーに行って、そして銭湯入って、で車中泊スポット、道の駅などですね、こういった普通の車中泊のコースを回って、実際の車中泊でどんな感じなのか、このルクシオプロを体感しお伝えしたいと思います。途中上り坂、山道なども走ってみたいと思います。今幹線道路を走行してます。誰もこの車がキャンピングカーだとは思ってはないと思います。スーパー到着しました。駐車場はこんな感じで左右の幅がまだあります。やっぱりコンパクトなんでどこでも止めれますね。このウインカー光るのかっこいいですね。それでは冷蔵庫に購入した食品入れていきます。それでは再出発します。 Google マップでなんか裏路地みたいな案内されたんですけど、タウンエースベースならこんな狭い道でも全然安心ですね。はい、銭湯の地下の駐車場に駐車しました。ここは高さが 2.2 メーターでした。もう全然余裕でした。こういうところも心配なく止めれるのは本当気が楽です。すっかり日が暮れてしまいました。いいお湯でした。さあ次行くところ車中泊スポットなんですけど、ちょっと車の中で探してみます。いやー、ほんとちょうどいい大きさですね。この感じ一人だったらほんと秘密基地みたいでワクワクします。照明も
暗いかなと思ったんですけど、結構近いんで明るいですね。なんか向こう側はちょっと暗くて、こっち側は直なんで明るいって感じです。車中泊スポットを調べていたら、ここから約20分ぐらいで道の駅清川ってとこがあります。山も一越えするんで、登りを検証するにはちょうどいいかもしれません。ここに行ってみます。今日お米炊くんで無洗米持ってきました。で、今からお水吸わして炊飯の準備しておきます。それではこれでしばらく放置します。これお米なんですけど、この後ろのギャレちょうどいいですね。ここなら万が一こぼれてもお水がこの排水タンクに流れます。はい、ここから山道に入っていきます。上りしっかり走ってくれるんでしょうか。楽しみです。はい、今現在40キロで山道を登ってます。結構急な坂道なんですけど、アクセルをほんの少しだけ踏み出してます。そうすると40キロキープして走ってくれます。このぐらいだったら大丈夫ですね。もしかしたらこのタウンエースクラスのバンコンが街のりでは最強なキャンピングカーかもしれません。細い道も行ける、登りも全然問題ない、人巡りや山の中どこでも行けると思います。今山道でかなりくねくね走りました。でコーナリングなんですけど、やっぱりですね、普通車のようには曲がりません。普通の車を想像して曲げていると少しオーバーするような感じになっちゃいます。カーブ前はブレーキでしっかり減速して曲がる必要があります。でも当たり前ですけど、キャブコンのキャンピングカーに比べると運転の差があります。こっちの方が全然いいです。はい、到着しました。車中泊されてる車もちらほらいます。暗くてよく見えないんですけど、周り山に囲まれてますね。すごい川の音がしていて、匂いも本当に自然の匂いがします。このワイヤレスの温度計をフロントガラスに置いておきます。これで外気を調べます。今回窓にはシェードしてないんですけど、ここに混じりカーテンあるんで外からは見えません。ただ断熱効果ですね。やっぱりシェードがないと運転席にかなり熱が入ってきますんで、朝方は温度が上がると思います。現在の車内の温度なんですけど、このテーブルの上が29度で、車外が 29.2 度で、1番なんですけど、このソファーのここに置いておきます。熱い空気上に行くと思いますんで、冷風前と天井付近調べておきます。そして2番は 26.3 度。これは運転席の方に置いておきました。やっぱり冷房効いていったんで、かなり温度が低いです。車内後ろなんですけど、かなり蒸し暑くなってきました。この床からエンジンやマフラーの熱ですね、これがどんどん上がってきて温度上がってます。早速エアコンつけていきます。スイッチオン。つきました。設定温度どうしましょう。25度に上ずりしておきます。そして風量はこれ一番小ですかね。これでしばらくつけてみます。それでは今現在の気温記録しておきます。29.6 度。やっぱどんどん上がってきますね。はい、室外機全然作動しなかったんで、もっと温度を下げたら作動しました。この AC ですね、これがついてるイコールコンプレッサーが回ってるってことです。かなり涼しい風来てます。これは快適です。そしてエアコンで気になるのがやっぱり騒音です。今弱なんでそんなに音はしてません。強にするとこんな感じでめっちゃうるさいです。このカメラのマイクだったらちょっと分かりにくいんで、一回騒音計で数字出しておきます。だいたい1メーターぐらいの距離で
弱で57デシベル、中で62デシベル、強で67デシベル。このタウンエースベースだと弱以外はうるさいですね。一回室外機の騒音も調べてみます。この車体の下にあるんですけど、だいたい1メーターぐらい隣の駐車場で58デシベル。音はね、聞いた感じ全然聞こえます。で、横だったら避けた方がいいかもしれないですね。1個離れれば静かな駐車場でも大丈夫かなと思います。はい、今エアコンつけて10分経ったくらいなんですけど、すごいです。テーブルの温度計が 23.6 度、10分で6度ぐらい車内の温度が下がりました。めっちゃキンキンに冷えてます。寒いんで、ここからは温度上げながら調整しながら何時間使用できるか検証してみます。マックスパワーの比較的小型のポータブル電源持ってきました。容量は 580Wh、 定格出力は 700W まで大丈夫です。お米なんですけど、このメインテーブルではなくてギャレーの前のこのミニテーブルで炊いておきます。それでは20分中火で炊いていきます。いただきます。はい、今エアコンつけて1時間ぐらい経ったんですけど、車内の温度が 22.6 度。これも設定温度上げてます。もっと冷えると思います。そしてこの天井付近の温度計が 25.1 度。全体的に冷えてるのが分かると思います。外気温は 30.4 度。運転席の温度計は 28.7 度。やっぱり外気温と運転席の温度はかなり高いようです。そしてサブバッテリーの残量は 73%。 あれ、あんまり減ってないですね。ほんとよく冷えてくれます。それではお腹空いたんで車内で焼肉して換気能力調べてみます。ステージ21さんには焼肉 OK の許可いただきました。ありがとうございます。メスティンは20分経ったんで火止めて、これで余熱で炊いていきます。野菜は島山中、そしてブロッコリースプラウト。これなんかすごい体にいいらしいですね。嫁から教えてもらいました。これギャレーで洗っています。こんな感じで野菜簡単ですけど洗うことができました。意外とね、めちゃくちゃ狭いわけじゃないんで洗うぐらいは問題なくできました。これは本当に使えるギャレーですね。ルーフベントはエアーアウト、エアーインの2種類の数値だけです。ではエアーアウトします。そしてソファーの後ろだいたい3センチぐらい上げました。まずは塩タンから。うまそう。お肉のいい匂いがします。今んとこそんなに煙出てないですね。それではこの焼肉のタレキャンでいただきます。それではお米開けてみます。うわ、いい感じです。ふっくら炊けてます。バラ肉もいただきます。タレつけてネギとご飯バウンドさせて、間違いないです。
ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。やっぱり窓開けてるんで空気も入れ替わってるんで車内が暑くなってきてちょっと汗ばんできました。現在の気温が中が 26.6 度、湿度が 71% です。それでは片してルーフベントも閉めてエアコンで進みます。ご飯は半分余ったんでお皿に移してラップして、また明日の朝電子レンジでチンしていただきます。それではかなり狭いんですけど、ここで洗い物も一回してみます。いや、かなり洗い物は苦戦しました。やっぱりちっちゃいですね。ズボンびしゃびしゃになっちゃいました。これがもうちょっとこの辺手前にあったら洗いやすいと思うんですけど、奥まってるんで結構体勢も辛くなりました。こんなにもいっぱいまとめて洗い物するんじゃなくて、なんかコップだけとかフライパンだけとか1個だけの洗い物の方が良さそうです。せっかくなんでテレビ見てゆっくりくつろぎたいんですけど、なんかもうこのまま寝ちゃいそうなんで先にベッド展開しておきます。はい、ベッド展開完了しました。本来ここも埋めるんですけど、ちょっと荷物下に置いておきたかったんで、ここはもう埋めずにこのまま寝ます。ね、かなり広いんで全然問題ないと思います。それではテレビ見てゆっくりします。まずテレビはこのモニタースイッチオン押します。そしてこちらですね、バッテリー、メインバッテリーをサブバッテリーに切り替えます。こうすることによってナビが起動します。テレビの電源つけます。あ、つきましたね。それではゆっくり楽しみます。そろそろ眠ります。今現在のバッテリー残量が 62% です。エアコン開始して約4時間半経ちました。バッテリーの消費が 97% から 62 なんで 35% 減りました。車内の温度も 24.2 度と快適です。車外は現在 28.8 度、蒸し暑いですね。せっかくなんでエアコンつけたまま寝ています。明日の朝までついてるでしょうか。楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。エアコンついてますね。今現在のバッテリー残量は 40% です。昨日寝る前が 62% だったんで 22% 減りました。睡眠時間は約6時間半です。今は炎天下なんでソーラーパネルからの入力もあります。ソーラーパネルは 180W タイプです。現在の車内の気温が 29.9 度、外気温はなんと33度で、運転席の温度計なんとさらに高く40度ですね。うわ、熱っ、熱風です。温度計はフロントウィンドウじゃなく横の影のところにキロの夜を設置しておきました。このカーテン薄いんでちょっと心配してたんですけど、一応こんだけ10度差温度あるんでしっかり空間は分けられてるようです。温度計持ってきたんで測っておきます。ここのカーテンが 35.6 度、このドアの横のカーテンが高いですね、43度で、天井が39度。このドアの鉄のとこ置いておきます。
ここが 38.5 度。ドアの布のところですね、ここが33度。エアコンの吹き出し口、ここの温度も測っておきます。約10度の風が来てます。ということでやっぱりこの布のところ温度低いんで、このカーテンももうちょっと遮熱細部にすれば温度はかなり下がると思います。車内の温度どんどん上がってきて、もう30度超えちゃいました。すごいここから熱を感じます。エアコンの温度をさらに下げて風量上げてみます。中でいっておきます。それではトイレ行ってコーヒー買ってきます。うわ、周りは山に囲まれていてすごい空気が美味しいです。今現在が第駐車場、そして横に第二駐車場もあります。それでは道の駅で少しお土産買ってきます。いやー、しかし今日も本当カンカン照りです。ルクシオプロも太陽に熱しられてます。これエアコンなかったら中は50度ぐらいだと思います。あれ、エアコン止まってますね。止まってます。なんか今この LU っていうマーク出てます。もう一度つけてみます。あ、つきましたね。あ、やっぱり切れました。もう一回つけてみます。次は弱でやってみます。弱だったら問題ないようですね。風量を中にすると電源が落ちちゃいます。現在のバッテリーが 26% なんで 11.1V。 そうですね、やっぱりバッテリーの電圧が低くなってきたから電源が落ちたのかもしれません。これはまた後でステージ21さん帰ってから聞いてみたいと思います。あ、今風量小でも切れましたね。やっぱりこれがもうエアコンの限界のようです。車内のテーブルの温度が28度。少し暑いんですよね。で、外気温がなんと 37.5。運転席の温度は 45.9 度です。昨日の晩夜9時半からエアコンつけて、今現在が10時半なんで13時間ついてました。快適に過ごすことができました。これがバッテリー2個での限界のようです。で、エアコン切れるとバッテリーの残量は増えてますね。 50% に。暑くってこの車内で過ごすのは無理なんで、少し走行してからまたエアコンつけて朝食を食べたいと思います。で、この辺にですね、見合わせという綺麗なところみたいなんで、そこに行ってみます。はい、宮ヶ瀬湖畔駐車場到着しました。ここは無料で開放されています。それではまた外気温調べますんで、温度計設置しておきます。で、ちょうどこっちが車体影になってますんで、影のこの樹脂のところですね、鉄板だったら熱くなるんで、ここは熱くなってないんで、ここで外気温を測ります。サブバッテリーなんですけど、30分ぐらい走行して 70% です。やっぱり走行充電するとすぐバッテリーが回復します。これは旅にもありがたいですね。そして一旦外出てから中入って、昨日した焼肉の匂いなんですけど、あんまり残ってないですね。やっぱりこれ換気かなり効果あったようです。現在の車内の後部座席の温度が 28.9 度。カーエアコンガンガンにつけていたんですけど、それでも29度とかなり暑いのがわかると思います。それではクーラーつけます。スイッチオン。昨日の余ったご飯なんですけど、電子レンジでチンしてみます。インバータースイッチオン。コンセントここにありますんで電子レンジをつけます。果たしてエアコンと電子レンジ両方同時に使えるんでしょうか。それではご飯 150g スタート。あ、エアコンが止まりました。レンジは回ってます。とりあえずご飯が温まるまで
この状態で待ちます。それではご飯温まったんで、もう一度エアコンつけます。ラップ忘れたんですけど、これでもなんとか温まりました。納豆と、そして日本の朝食といえば鮭ですよね。こちらを焼いていきます。ちょっと鮭の匂いしてきたんで、ルーフベントで換気します。うわ、美味しそう。このクッキングシートで油跳ねぼちしておきます。窓少し開けてルーフベント回しただけなんですけど、ここからの熱風がすごいです。外気温がどんどん入ってきます。それだけルーフベントが機能しているということだと思います。でも暑いです。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやー、満足しました。あとはウェットティッシュできれいにしていきます。それでは聖地21さんに戻ります。最後に1泊2日実際に車中泊で使ってみて感じたことをお伝えします。駐車場はもう一つ広めのとこあったんで、こっち側に移動しました。まずは車内のメリットデメリット、そして走行のメリットデメリットをお話しします。その後にエアコンだけ別でまたお伝えします。走りに関しては文句ないです。やっぱりキャンピングカーの一番不得意な上り坂ぐんぐん走るので、このタウンエスバンコンはキャンピングカーの中で走りはトップクラスだと思います。そして次なんですけど、こちら後ろのドアを開けると、このバックカメラここにあるんですけど、これがすごい見やすかったです。普通はこのナンバーのところがつくんですけど、ルームミラーで後ろ全体を見ることができました。で、この見やすいバックカメラなんですけど、デメリットもありました。このカーテンなんですけど、上にカーテンがあってちょうどカーテンにかぶりました。なので閉めると見えません。走行中は開けないといけないのがデメリットに感じました。ロールはします。今日山のコーナリング時にスピード普通車のように走っていたら曲がりきれなくなる場面がありました。なのでバンコンといえどもしっかり速度を落とすのが絶対に必要になります。車内のメリットなんですけど、まず1つ目、このレイアウトが秀逸です。室内がね、やっぱり広いんですよね。ここベッド展開、普通にここのベッドの長さが180センチ取れるんで、荷物を移動しなくても眠ることができました。後ろのドアを開けて絶景を見れないっていうデメリットがあるものの、実際に車内で多く時間を使うなら絶対こっちの方が便利です。ただインスタ映えはしないかもしれません。断熱素材が天井とサイドに入っているんですけど、少し外の音が聞こえなかったです。周りの車のエンジン音などは近かったら聞こえるんですけど、普通のバンコンに比べたら少し遮音性は上がっていました。分かりやすく数字で言うと、10点満点で普通のバンコンが2とすると、断熱の入ったルクシオプロは 3.5 といった感じです。キャブコンは8といったイメージです。バンコンに比べたら少しの差ですが、睡眠に関わる大事なことなのでメリットに入れさせていただきました。この靴箱、最初何とも思わなかったんですけど、実際使っていくとめちゃくちゃ良かったです。靴入れるのもそうなんですけど、この降りるときに一旦ここ座って靴履けるんでめちゃくちゃ楽でした。しかも普段は上にも荷物を置けます。これは自分の軽キャンピングカーインディ727でも DIY して真似したいですね。ベッド展開、やはり気になりました。大きいので設置が大変でした。改良版に期待ですね。あとここのソファーなんですけど、横に15センチぐらい長かったらもうベッド展開せずに常設ベッドでも問題なく眠れそうでした。こういうのは購入してから自分で DIY してもいいですね。照明がこのルーフベントについてるタイプなんで、中まで一旦入らないとオンオフができません。途中スーパーで荷物とか入れるときに一旦電気をつけたいときは靴上がらないといけなかったんで、それが少し手間だと感じました。このドアの左右か上ぐらいにあったら便利そうです。でカーテンやっぱ薄かって心配していたんですけど、断熱はされているもののやっぱり温度測ると40度とかあったんで、もうちょっと遮光性のある難燃性のカーテンがあればエアコンの効きも良くなるかなと思いました。これメインテーブルなんですけど、ここのテーブルのここはもうめくれていたり、
ソファー下のこの見えないところですね、こういった木のところがむき出しだったり、こういったソファーの下も多分何回も使っていたと思うんで、これでこういうとこめくれていったりしてます。こういった家具のチープさが目立ちました。ただ価格を抑える企業努力されていて DIY レベルでもないので、ほとんどの方が納得し理解していただけると思われますが、1000万クラスの高いキャンピングカーと比べられる方もいると思いますので、あえて言わせていただきました。こういった家具のめくれなども全然自分で DIY で直せますんで、そういうのも楽しめる方の方がいいと思います。車内で感じたことはそんな感じなんですけど、ちょっとデメリットに入れるまでもないんですけど、番外編でお伝えします。薄型のルーフベントなんですけど、少し風弱いかなと思いました。車内の空気を一気に入れ替える力はないので、過信は禁物です。そして照明ですね、このルーフベント薄型の LED ついててすごくいいんですけど、やっぱりちょっとここはいいんですけど、反対側夜は暗くなりました。普通に使い分でしたらこれぐらい明るかったら問題ないと思うんですけど、何かここで仕事など作業される方はもう一個ぐらい自分で照明用意した方が快適に過ごせるかなと思いました。そしてこの大注目のエアコンですよね。実際使ってみてなんと13時間使いました。100アンペアのディープサイクルバッテリーです。夜は自動でオンオフになっている状態です。このエアコン実際に1日使ってみて感じたデメリットなんですけど、コンプレッサー始動するときにブーンと音がします。これ車内にも聞こえました。室外機が鳴ってる音なんですけど、最初あれバイク来たんかなと思いました。設定温度になるとコンプレッサーが止まるんですけど、外気温が高くすぐ車内が熱くなるとコンプレッサーがオンオフの繰り返しになります。その時は頻繁にブーンという音がしますんで、気になる人は気になると思います。ただ暑さに比べたら全然我慢できます。静かな場所だと気になるかなと思います。サービスエリアなどは全然問題ないと思います。最終車内の温度は 28.5 度、外気温は 30.6 度。車内は冷えるんですけど25度ぐらいのキンキンまでは冷えませんでした。最後サブバッテリーが容量が 39%、 11.4V でした。数字では残っていたんですけど実際はなかったのかもしれません。とりあえず事実だけをお伝えさせていただきました。この小型エアコンはかなり魅力的なので、断熱が最強の軽キャブコンにリチウムバッテリーの組み合わせも試してみたいですね。軽キャンピングカーと使い方似ているので比較されている方もいらっしゃると思いますが、現役軽キャンピングカー乗りの自分が言うのもあれですがおすすめできます。エンジンにターボなる軽キャンピングカーなら別ですが、ノンターボで高速道路山走る予定ある方なら普通に交通の流れに乗れるのでストレスがありません。しかもエアコンついていて400万円です。めっちゃいいですよね。普通に欲しいです。ちなみに室外機はこの車体下にあります。使い方としては1人や2人で山の秘湯温泉入って、車内では冷たい飲み物、ここで本格的な調理はせずに電子レンジでお惣菜などをいただくのが一番合っている使い方かなと思います。都会住んでる方ならこれ1台でいけますね。実は今度新しく出るタウン S ベースのキャブコン、こちらはまた別のビルダーさんなんですけど動画作りますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。今日はこのタウン S キャンピングカーで車中泊に行ってきます。前から気になっていた1台で岡山のライフウォークさんから長期でお借りしています。こちらの新型キャンピングカー、改良された量産型モデルになります。 DC12V クーラー搭載。このセカンドシートが前向きになります。3点シートなんでチャイルドシートも付けれます。そしてこちらのレバーでフラットにもなります。で反対側、こっち側を逆に背もたれにして後ろ向きにも座れます。このリアの窓はエクステンションウィンドウです。結露に強いアクリル二重窓です。天井にはマックスファン、ルーフベントもついてます。これ理想のキャンピングカーですよね。でも気になる点がこのセカンドシート、フラットにしたり反対にするのどのぐらい手間かかるんでしょうか。後でタイム測ってみます。そしてこの 12V クーラー、タウンエースではどのぐらい冷えるんでしょうか。ライフウォークさんが独自に改良してより冷えるようになったということです。
タウンエース、外は鉄板なんですけど、この天井防音と断熱加工をしているそうです。でリアですね、リアウィンドウ周辺も断熱されているそうです。ただ今日明日は37度、災害級の暑さです。多分アスファルトの路面付近は40度になっていると思います。この暑さの中で DC12V クーラー改良版が冷えるのか体感しています。サブバッテリーは 200Ah が標準で入っています。この車は 400Ah 入っています。あとは収納スペースが気になります。そしてこのキャンピングカーの設備とは関係ないんですけど、テーブルの上で使えるレンジフードを買ってみました。これ空気吸い込んで後ろから出します。マックスファンと組み合わせてみてどうなんでしょうか。今日の車中飯で何か焼いてみます。このタウンエースキャンピングカーはこちらの軽キャンピングカーより馬力があります。そしてライトキャブコン、大きいキャブコンよりも機動性があります。普段使いもできるし車中泊もできる、誰もがキャンピングカーに乗れる、そんな夢の車です。今日は普段使いも想定して実際の車中泊で感じたことをお伝えします。肝心の街乗りの走りも気になりますね。スペックや価格はこちらに掲載しておきます。8ナンバーということでタウンエース通常1年ごとの車検が2年になるのはメリットになると思います。価格は肉で429万4000円です。はい、それでは車中泊アイテムを積み込んでいきます。はい、車中泊のアイテム積み込み終わりました。実際の車中泊と同じ重さにするためにタンクのお水も10リッター満タン入れました。そしてリアのマット、この下に調理器具やいろいろゴミ袋など持ってきました。でこの隙間、ちょっとした収納がありました。これ電子レンジの下になってタイヤハウスの上らへんなんですけど、結構入りました。ここにシュラフや着替えなど入れてます。このベッドの下、ここは電装系が入っているんで収納には使えません。これがリチウムバッテリーですね。 200Ah が2つ入ってます。すごい配線も綺麗ですね。美しいです。そしてセカンドシートの下、ここも収納になります。ただアクセス悪いんで今回は何も入れてません。セカンドシートの前側、ここ通常足を置くところなんですけど、ここもフラットにする場合、車中泊する場合でしたら収納にできます。そしてこのギャレーの上側、ちょっとした小物の収納があります。今回ポータブルバッテリーは別で持ってきました。容量 1000Wh タイプのユーグリーンさんのポータブルバッテリーです。こちらは主に調理や冷蔵庫の電源として使います。キャンピングカーに搭載されたサブバッテリーは DC12V クーラー用に使えます。冷蔵庫はエンゲルの14リッターの冷蔵庫、こちらを使います。それでは安全運転で行ってきます。でこちらの車両、なんとクルーズコントローラーついてます。そして反対側にはこちらタウンエースじゃなくてアルファードのこの応用のボリューム調整、モード切り替えなどついてます。これは移植したそうです。なんか純正のようですよね。このクルコンの操作も目離さずに手元だけで操作できます。こちらのクルーズコントローラーは高速道路などで80キロで走行すると一定の速度でキープしてくれます。このクルーズコントローラーはスロットルコントローラーもついてます。アクセルは電子制御なんですけど、そちらをノーマルモード、スポーツモード、エコモードを切り替えられます。これがノーマルモードで、スポーツモード、エコモードですね。今日はこのノーマルモードで走ってみます。で明日またスポーツモードで走って違いを体感します。今日行く場所なんですけど、京都に新しくできた温泉併設の車中泊スポットできます。そこ有料なんですけど、もう昨日予約してきました。なんか日本初の韓国のサウナが入れる温泉だそうです。今奈良なんですけど、京都まで約1時間下道で走行します。はい、今市街地住宅街を約40キロでしばらく走行してみました。で感じたことなんですけど、もう出だしのトルクも問題なくスイスイ進んでくれます。そしてよくキャンピングカーである後ろの下層のガタガタした音やきしみ音などもしません。普通車と変わらない運転ができます。これは快適です。次なんですけど、これ赤信号先頭になりますんで、一回フル加速でタイム計測してみます。はいはい、問題なく加速してくれました。このタウンエース、アクセルが電子制御されてますんで、踏み込みはちょっと反応悪いんですけど、加速しだすとシートに背中が押し付けられるような加速感があり、
しっかり40キロまで加速してくれました。やはりキャンピングカーといえど晩婚なんでこの辺は有利ですね。明日スポーツモードでどのぐらい速くなるか楽しみですね。はい、今奈良市内で結構工事の跡とかで道路が凸凹したところ多いんですけど、こういった場所の衝撃もサスペンションが効いていて衝撃をきれいにいなしてくれます。これだったら長距離乗っても全然しんどくないと思います。はい、高さ制限 2.3 メーター、この車は2メーター4センチなんで大丈夫です。到着しました。こういった駐車場内にある段差ですね、減速する用の段差、こちらも問題なく走行できました。キャンピングカーだったらガタンガタンになるんですけど全然普通でした。駐車してみた感じなんですけど、この全幅は約 1.6 メーターぐらいなんで横幅はかなり余裕あります。運転席側はギリギリに合わせて、助手席側はこんなにも空いてます。全長も約4メーターなんで後ろの窓埋めに合わせて、で前がこんなにも余裕あります。しかしこのカラーリングすごい映えますよね。リアのエクステンションウィンドウもすごいかっこいいです。これ少し張り出してるんですけど後ろから出ないように絶妙な長さにしているそうです。そして屋根にあるソーラーパネルは 175W です。せっかくの立体駐車場なんで影止めたかったんですけどいっぱいでした。なのでこの炎天下の中直射日光当たっているところに駐車しました。かなり暑くなると思います。買い物行ってる間せっかくなんでこのジヌボトクーラーで車内冷やしておきます。買い物終わってから少し休憩したいんで、この後ろのセカンドシートなんですけどこれを反対側に向けています。でせっかくなんでタイム測ってみます。はい、こうなると一気に冷え感が出ますね。それではこのまま買い物行ってきます。はい、だいたい30分ぐらい買い物してました。この炎天下の中車どうなってるでしょうか。あ、結構涼しいですね。ここ直接前なんですけどここは本当涼しいです。今テーブルの温度計が 26.6 度、そして外気温フロントウィンドウは 43.2 度ですね。で運転席の方にも温度計を置いてきました。そちらが 38.8 度。やはりこのカーテンの威力はすごいですね。運転席と後ろの席温度差12度以上あります。冷風口、ここにも温度計仕込んでおきました。ここが 10.4 度ですね。かなり冷たい風を来ています。現在これ送風は弱になってますんで今日にすればもっと冷えるかなと思います。この辺はまた明日のお昼さらに温度上がりますんでその時に検証します。そしてここのソファー座った感じなんですけど、頭ピンって背筋を張るとちょっとつきます。自分の身長は170センチです。でこっち側のシートですね、ここはもたれかけれるんで全然頭つきません。でオプションでレボシートというのがあるんですけど、そうなるとマイナス6センチになるそうです。こっち側も6センチ下げてくれそうなんで、そうなると170センチぐらいでは頭は全然つかないと思います。はい、それでは今日の夜の宴用のお肉とはお魚とお酒いろいろ買ってきました。この園芸の冷蔵庫に入れておきます。ちょっとお腹空いてしまったんでお風呂行く前にサクッとこちらのお弁当を食べます。せっかく電子レンジありますんで一度使ってみます。こちら電子レンジと DC12V クーラー同時使用可能です。電子レンジはインバーター使うんですけど、この DC12V クーラーはサブバッテリー DC 直接つなぐんでインバーター経由しないんで同時使用しても問題ないそうです。しっかり温まってます。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。いや満足しました。それにしてもこのソファーの色すごいいいですよね。明るいしおしゃれだし、なんか車の中とは思いません。ちなみにこのソファーの色は好きな色に変更も可能だということです。ライフウォークさんもともと大工だったそうで、こういった家具にもこだわりを感じます。そして冷房の風量を一番さらに弱くしたんですけど、そうすると 27.2 度、ちょっと温度上がってきました。風量を一番弱くすると静かなんですけど冷房の効きはやはり弱くなるようです。なんかこのリアの冷房周りはすごい涼しいんですけど、運転席側こっち側はもうすごい熱が来てるのが分かります。なんかこの冷房のこっちの冷たさと運転席のあったかさ、ちょうどこの辺の中間ぐらいでせめぎ合いが行われている感じがします。
これ窓のシェード下だいぶ変わりそうですね。うわ、すごい熱波が来ました。今現在のサブバッテリー残量が片方が 43.4%、 もう片方が 43.5%。 でこの状態でもうエアコン切ります。で今から走行充電しますんで、走行後何%増えてるか検証します。はい、それでは再出発します。またここからは一般道のみで目的の車着スポット、温泉施設まで行きます。現在40キロで左に緩やかなコーナリングになっています。全然ロールしないですね。このぐらいだったらやっぱり後ろの家具、仮装した部分ですね、かなり軽量に作られていると思います。今日何回かカーブで曲がってみたんですけど、もう本当に普通車と変わらずロールしませんでした。これならワインディングも楽しそうです。ちょっとここのブレーキ強めに踏んでみます。お、しっかり止まります。後ろ仮装していて、この車の重さは多少あるんですけど、普通車と変わらずしっかり止まってくれました。もう走りに関してはキャンピングカーの中ではこのタウン S ベースのバンコンはトップクラスじゃないでしょうか。はい、到着しました。すごい広い駐車場の一番後ろにこの RV 車専用の駐車場があります。この駐車番号は7番までありますんで7台止めれるようです。通常の駐車場2枠をこの1枠として貸してくれます。この範囲内だったらサイドオーニングや椅子など出してもいいそうです。もうこの温泉サウナ入ってそのままこの車内でキンキンに冷えたビール、そして宴、こんなん合法でいいんでしょうか。楽しみで仕方ありません。とりあえず受付行ってきます。いろいろ説明していただき電源も使えるようにしてくれました。はい、それでは車中泊の汚していきます。でサブバッテリーなんですけど、走行して現在1つが 49.4%、 そしてもう1つが 48.7%、 だいたい 49% ですね。走行する前が 43% でした。約1時間走行して 49% なんで 6% 走行充電できたことになります。この車はリチウムバッテリーが 400A に増設されてますんで、標準の 200Ah でしたら 12% 増えることになります。どうでしょうか。ちょっとやっぱり走行充電では満タンにするのは難しそうです。サブバッテリーが 50% 以下なんで、お風呂入ってる間この外部充電で充電しておきます。結構減った状態で車中泊に来てしまったんで、家でフル充電しておけばこの外部充電はいらないかなと思います。車の外部充電の入力はこのリアにあります。はい、2つのバッテリーに電気が入っています。片方は 23A、 もう1つは 20A です。走行充電が 10A ずつ入力されていたんで、ほぼ倍の数値ですね。それでは先にお風呂入りたいんで、このリアの一番後ろにある収納に入れている着替えを持っていきます。ここ入り口は狭いんですけど、結構収納スペースは奥は広いです。シュラフも入れてました。いやー、どんなお風呂か楽しみです。それでは一っ浴びてきます。すっかま源氏の湯、すごい面白かったです。韓国式のサウナなんですけど、これを薪を燃やして炭にして、その高温になった釜の余熱でサウナ効果を得ます。遠赤外線効果もあり、すごい汗が出ました。いやー、もう気づいたら2時間も施設の中にいました。あとは車内に戻って宴をするだけです。キャンピングカーも増えて盛り上がってきました。はい、じゃあ外部充電の方もう抜いておきます。結構車内はまだ暑いですね。現在外気温が 29.2 度と下がってきました。で車内が 34.9 度ですね。日中の太陽光の熱がまだ残っています。じゃあ早速この DC12V クーラーつけていきます。サブバッテリーの残量なんですけど、現在1つが 87%、 もう1つが 82% なので合計すると 84% ぐらいですね。約 35% ぐらい増えました。自分2時間ぐらいお風呂入ってると思ったんですけど、なんと3時間も入ってました。そのぐらい気持ちよかったです。今風量は弱にしてます。もう一気に涼しくなってきました。でここからですね、サブバッテリーはクーラーだけに使用して何時間で何%減るか検証します。なんか夜になるとまたこの照明も相まってぐっと雰囲気変わります。間接の LED 照明、全体的に断熱色なんですごいあったかい雰囲気がします。ここの収納なんですけどちょっと面白いです。
ここを引っ張って横に倒すとこんな感じで出し入れしやすくなります。そしてこの棒ですね、これがこういったお風呂とか入った後に濡れたタオルですね、これを干したりできます。これすごいですよね。さあそれではお楽しみの宴の時間です。今日はこの黒ビールギネス売ってたんで、こちらを一杯目にいただきます。今日お肉焼くんですけど、さっきビールのお供にこのタイのお刺身買ってきました。このサウナ上がりに刺身とビール、すぐキンキンに冷えた車内でいただきます。もうたまりませんね。はい、それではいただきます。いやー、ほんま幸せです。もう黒ビール一瞬でなくなりました。こういうこともあろうかともう一本用意してます。じゃあこれ飲みながらお刺身いただきます。はい、それでは結構ビールも進んでもういい感じになってきたんで、焼肉をおつまみにします。こんな感じでセッティングしました。なんかやってくれそうな雰囲気ですね。ここにレンジフード、そして IH 対応のフライパン、これはフライパンの上にかぶせる網になります。これで油跳ねを防止します。油跳ねを防止できるんですけど、この煙が出ますんで、ここでレンジフードで吸ってもらいます。レンジフードの構造なんですけど、これ引くとここのメッシュが取れます。でこれはこんな感じで取り外し可能なんで洗えると思います。もしくはウエットティッシュで拭いてもいけそうですね。そして吸い込んだ煙の中の油はこの中に落ちるそうです。うまくいってくれたらいいんですけど、マックスファンはこのフライパンの真上にあります。レンジフードは空気吸ってこっちから出します。なのでこう吸い込みにくいと思いますんで、逆にマックスファンをこっち空気取り込んで、そしてリアウィンドウ、こちらから空気を排出します。でレンジフードの風もこんな感じでうまくいってくれると思います。でもう一つ心配なのが、このエアコンの風がこんな感じでこっちから来るんで、この風がこう邪魔する感じしますんで、一旦エアコンは切っておきます。リアウィンドウを開けます。網戸にしておきます。そしてマックスファンを開けて空気を取り込みます。レンジフードの風量は強と弱あるんですけど、弱にしておきます。弱でも結構落とします。でここからすごい風圧があります。それではさっき置いてから IH の電源つけていきます。かなり分厚いですね。美味しそうです。はい、じゃあ蓋をして焼いていきます。お肉のいい焼ける音がしてますが、そんなに煙は今出ていません。どうなるか楽しみです。車内はもうかなり美味しい匂いが漂ってます。それではこの焼き芋タレジャンをかけていただきます。ごちそうさまでした。いや最高でした。それでは片下いきます。フライパンの方はアルミホイルに引いてたんで全く汚れてません。
でこの油跳ね防止のメッシュなんですけど、結構油飛んでます。一回ウエットティッシュで拭いてみます。そしてこのレンジフードなんですけど、一旦この油受けお皿ですね、見てみます。全く油入ってないですね。全然汚れてません。このメッシュ見てみます。そうですね、見た感じ何も汚れてないですね。一応拭いておきます。この周辺はちょっと油が見えますね。ウエットティッシュで拭いておきます。はい、このフィルターをウエットティッシュで入念に拭きました。匂いなんですけど、やっぱ多少焼肉の匂いしますね。この2つですね、この部品だけ匂いします。この2つはしっかり洗浄した方がいいかもしれません。その他はあんまり匂いついてません。とりあえずこれで乾燥させて様子見ます。クーラー切っていたんで車内がちょっと暑くなってきました。現在 28.8 度です。また電源つけます。マックスパン電源を落としてリアウィンドウも閉めておきます。焼肉タレの残りは結構これ匂いしますんで、横台で片手で捨てます。まだテレビ見ながらゆっくりくつろぎます。その前に洗い物など出ましたんで、このシンクで軽く洗っておきます。テレビのこのモニターの電源は運転席にあります。運転席のここのスイッチを押すとエンジンつけずにナビが起動します。はい、モニターがついたんですけど、ちょっと設定が分かんなかったんで、もう今日はこれで寝ます。夏用のシュラフ持ってきたんでこちらで眠ります。でこのソファーの背もたれをここにはめてフラットにします。テーブルの支柱はこんな感じで簡単に外れます。ここにはめて、はい、フルフラット完成です。でまたテーブルをこんな感じでここにはめて使うこともできます。このテーブル出したままでも幅ある程度ありますんで眠れそうです。はい、サブバッテリーの残量なんですけど、約 63% ぐらいですね。4時間半使用して 21% 消費しました。現在車内が 25.8 度、外気温が約25度なんで、もうほとんどコンプレッサー回らずに送風になっていると思います。風量を一番弱くして設定温度25度、このままにして寝てみます。もうクーラー切ってマックスファンで換気しても寝れそうなんですけど、車の騒音も結構ありますんで締め切ったまま眠ります。そして朝になって朝日が少しでも昇るともうすぐに車内は暑くなって30度超えると思います。なのでこのままエアコンつけて眠りたいと思います。明日は37度ですね。ここアスファルトなんで多分40度超えると思います。その環境でもこの小型の DC12 ボルトクーラー冷えてくれたら夢広がりますね。それでは眠ります。おはようございます。ぐっすり眠れました。このソファベッドすごい良かったです。全然背中も痛くならずにぐっすり眠ることができました。エアコンもしっかり効いています。現在のテーブルの温度が 24.5 度で、外のフロントウィンドウに置いている温度計が 38.7 度。今日も暑くなりそうです。で送風口に置いている温度計が 8.8 度。かなり冷えてますね。今現在朝の8時です。バッテリー残量は約 48% です。昨日の夜8時にクーラーつけました。で2時間だけ焼肉焼いてる時に止めました。なのでちょうど10時間ですね使用したことになります。それでサブバッテリーの消費が 36% になりました。やはり夜は少なかったんですけど、日中は太陽出てきてかなり暑くなりますんで、今から激しくなると思います。今日は1時が外気温37度でピークなんで、この時間に検証してみたいですね。この外気温でも冷えたらタウンエースバンコンの夢が広がりますね。この
ポーションタイプのカフェオレめちゃくちゃいいですね。密閉されてるんで常温保存で大丈夫です。車中泊にはぴったりですね。昨日焼肉した匂いなんですけど今んとこしません。ただずっと車内にいてますんで一旦散歩して外に離れてからまた戻ってきて匂い残ってるか確かめます。この窓なんですけどスモークフィルムみたいなの貼ってます。なので断熱効果もありそうですね。うわ暑っ。今日も快晴です。すぐ後ろ道路なんですけど夜は静かでした。ほんのちょっとこっちが少し傾斜しました。下に下がってます。料金は4000円でした。電気は使いたい放題。ただ車旅クラブ会員証が必要でした。すごい良かったんですけど一つだけ問題がありました。トイレなんですけど12時過ぎると館内のトイレはもう使えません。なので真夜中のトイレは近くのコンビニを利用しないといけません。ただそのコンビニが徒歩15分かかります。なのでもう自分は夜眠りました。立地はかなりいいので大阪京都ならここを拠点に観光ができます。トイレ付きのキャンピングカー家族で車中泊したら楽しそうですね。車中泊した方の特典がありました。朝風呂は無料のようです。これは嬉しいですね。せっかくなんで自分も朝風呂入ってきます。いや最高に贅沢でした。こんなことできるのも温泉併設の車中泊スポットならではですね。さあ昨日の焼肉の匂いはどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。全然匂いしてません。成功したようです。ただクーラーつけてなかったんで一瞬で車内が暑くなっています。ちょっとまだ時間ありますんで朝食車内でいただきます。自分試したかったことあります。この DC12V クーラーつけながら外部充電するとバッテリーは消費するのかそれか現状維持なのか増えていくのか一回検証してみます。現在のバッテリーは約 40% です。朝食なんですけどパンと卵ありますのでこの IH 対応のフライパンでだし巻き卵を作ってだし巻き卵サンドを作っています。で卵3つに白だし大さじ1とお水を少々加えます。パンに合うようにからしも入れてみます。ちょっと卵焼く時のヘラ忘れちゃったんですけどうまく焼けるでしょうか。さあこの端2本でなんとかいけますね。じゃあもう贅沢にこのままパンの上に乗っけちゃいます。はい完成しました。すごい分厚いだし巻き卵サンドができました。それではレタスも添えていただきます。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。それでは片付けなんですけどこれ板にクッキングシート乗せるだけなんでこれ捨てるだけ大丈夫です。そしてフライパンはウエットティッシュで拭いておきます。フロントウィンドウに置いている温度計はなんと 45.6 度、そして前の運転席の温度計は 41.5 度です。この後まだまだ上がるんでこのクーラーどこまで冷えてくるんでしょうか。天井触ってる感じですね。ほんのりあったかいですね。もっと暑くなるかなと思ったんですけど断熱が効いてるんですかね。これは楽しみです。そして外部電源つないだままこのクーラー使うとサブバッテリーは消費するのかどうか問題なんですけど現在のサブバッテリー残量は約 42%、 1時間前が 43% だったんで少しだけ減ったようです。でもほとんど減ってないですね。炎天下の中でトントンだったんでこの外部電源つなぐと夜だと増えていくと思います。ただこの使い方はサブバッテリー充電しながらサブバッテリー使用しますんでサブバッテリーの耐久性が気になりますね。さあもうちょっとしたらここの車中泊スポット出ないとダメなんで一旦出ます。そして奈良市内通りますんで奈良公園寄ります。公園に到着する頃は一番暑くなりますんでまたクーラー検証してみます。そしてもう一つ気になっていたこのスロットルコントローラーこれのスポーツモードを試してみます。おお全然違う。これノーマルモードのようにアクセル踏むとウィーンって加速します。これベタ踏み0から40までの加速どうでしょうか。ノーマルと比べてみます。
はいはいなんかノーマルモードに比べるとこのスポーツモード7はアクセル踏んだ瞬間からいきなり加速します。ノーマルモードの時は結構もっさりだったと思います。そしてエンジン高回転に行くのもスポーツモードの方が速いような気がしました。後でタイム確認するのが楽しみです。さあここからかなり急なくねくね道が続きますね。奈良なんでしかも急に飛び出してくるかもしれません。慎重に行きます。いやーキャンピングカーでは絶対来たくないような道なんですけど、このタウンエースのワンコーナーならスイスイ走ってくれます。いや本当昨日も言ったんですけど、走行性能だけでは日本のキャンピングカーの中でトップクラスじゃないでしょうか。はい、若草山山頂の公園の駐車場に停めました。晴れてますが雲もありますので、晴れたり曇ったりという感じです。でも最強で言っときます。現在のバッテリー残量は1つが 49.5%、もう1つが 46.3%、間取って 48% とします。全部のカーテンは閉めておきます。昨日炎天下の中でこのクーラー試したところ、フロントウィンドウからの熱がすごい来てたんで、今シェードないんで代わりにこのシュラフちょっとかぶしてシェード代わりにしておきます。ちょっと簡易になりますが、このフロントワイパーと養生テープで軽く留めておきます。異様な光景になってしまいました。はい、じゃあ今ここ影になってますね。ここに外部の温度計設置しておきます。それでは公園で鹿と戯れたりして1時間潰して、また後で1時間後ですね、温度測ってみます。鹿が出迎えてくれました。お邪魔します。うわ、ここから奈良市内が一望できます。うわ、ここも絶景です。いやー絶景でした。鹿に癒されました。しかし太陽光もろに浴びていると汗が吹き出てきます。1時間経ちましたので車内の温度見てみます。いや中は極楽です。ちょっと風量今日だとうるさいんで弱にしときます。今現在の車内のテーブルの温度が22度、めちゃくちゃ冷えてます。外気温は 38.7 度、寝る前40度だったんでちょっと下がりましたね。そしてここの温度全然違います。ここはすごい暑かったんですけど、ここの温度計は 21.9 度です。やはりシュラフをシェード代わりにフロントガラスを覆ったのがかなり良かったみたいですね。サブバッテリー残量なんですけど 34.4% と 31.5%、 約 33% ですね。やはり炎天下の中クーラーを使用するとサブバッテリーの消耗が激しくて1時間で 15% も減りました。これ容量 400Ah に増えてますんで、標準の 200Ah なら倍の 30% になります。1時間で。なので標準の 200Ah だと3時間使用すると 90% 減ることになります。昼もクーラー使うならやっぱり横を言えばこの 400Ah リチウムバッテリー欲しいですね。はい、走行しているうちに外気温がまた40度超えました。現在 40.8 度です。でテーブルの上の温度計は 22.9 度とめちゃくちゃ中は快適です。はい、今回の1泊2日のタウンエースキャンピングカーの車中泊で分かったことが、この DC12V クーラーかなり冷えることが分かりました。バンコンだから冷えるから心配してたんですけど、やはりタウンエース空間が狭いのとこの天井断熱すごいですね。今全然暑くなってません。直射日光当たってるんですけどね。昨日はあんま冷えなかったんですけど、このフロントウィンドウからの熱をなんとかシェードなど使用すればかなり冷えることが分かりました。今回改良された DC12V クーラーよく冷えるのが分かりました。で分かったメリットが一つあります。下に静外気取り付けられてるんですけど、コンプレッサー回るときブーンって結構うるさかったんですけど、この改良されたモデルはほとんど音が聞こえませんでした。これはかなりメリットだと思います。で感じたデメリットなんですけど、やっぱり消費電力が高いですね。家庭用エアコンに比べると。車中泊で一晩快適に眠るには 200Ah、 お昼も使うならやはり 400Ah は欲しいですね。そしてこれ今回使ってみたレンジフードなんですけど、匂いはね確かになくなりました。ただ
やっぱ大きいのと騒音が結構しました。なんで小さいキャンピングカーより大きいキャンピングカーに設置したいなと個人的には思いました。今回ライフウォークさんのタウンエースキャンピングカー使用してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはメリットからです。走行性能はキャンピングカーの中でトップクラスでした。街乗り、ワインディング、高速道路どこでも行けます。このクルーズコントロールもオプションでつけれるのはかなりポイント高いです。2つ目のメリットはこれ作った人が実際に車掌がされてるんですね。なので使い勝手がすごい良かったです。細かいところちょっといいなというところがめちゃくちゃ多かったです。こういった給水時のポンプの取り外しが簡単です。昨日も使ってみてすごい便利だったこの収納のところタオル掛けですね。でカーテンがしっかりホックで留めれるようになっていたり、この入り口よく汚れるところ専用のマットなんですね。これは嬉しいです。そしてこの有効ボード好きなところにこんな感じでフックも留めれます。こういった細かいところは本当に使ってるんだなと実感しました。こっちが上半身にすればかなり分厚いマットなんで快適に眠ることができます。次はデメリットなんですけど、もう見つけるのが難しいほど洗練されていました。ただ気になる点が少しだけありました。まず1つ目なんですけど、この常設ベッドモード使い勝手かなりいいんですけど、この端に行けば行くほど天井が下がってるんですね。なのでここ持たれると絶対に頭がつきます。自分は身長170センチです。こっち側をソファーにして寝かせば問題ないんですけど、やはりこのまま眠れるこのレイアウトよく使うと思います。背筋を伸ばすと絶対当たりますんで結構ストレスになるかなと思いました。でここのシートを冷房シートにすると6センチ下がります。そうするとだいぶ快適になると思います。後ろも合わせて6センチ下げてくれるそうです。ただその場合冷房シート代がさらにかかるのと、この下高さなくなるんで収納スペースがちょっと減るそうです。次のデメリットなんですけどかなり細かいです。この照明などのメインスイッチがここにあります。この下にあります。このベッドの下ここにあります。ここの隙間がほとんどなくて奥の方なので手が入りませんでした。ただ照明をこんな感じで一個一個切れば問題ないかなと思います。 AC コンセントや冷蔵庫が使えるようになるインバータースイッチも同じところにありますんで、このベッド展開する前につけるか消すかした方がいいと思います。あとはもう一回ドア開けちゃってスイッチオンをするかですね。ただ夜中あんま開けたくないのと虫とか入ってきたら嫌なんでちょっと細かいんですけどお伝えさせてもらいました。で最後のデメリットなんですけど、やっぱりこれ手作業で作ってるらしいんで納期が結構かかるみたいです。現在で1年と3ヶ月かかるそうです。いやーいいキャンピングカー出てきましたね。これからはこのようなクーラー搭載のキャンピングカー吹いていってほしいです。タウンエースのバンコンは収納少ないんですけど工夫したらなんとかいけるサイズでした。普段は家族3人4人で使って週末は一人車中泊や夫婦車中泊にもってこいです。これ1台でいけますね。一つ気になったというか今後の課題になるかなと思ったのが走行充電ですね。これだけリチウムバッテリー大容量化が進んでくるとこの小型クラスの走行充電では回復しません。ソーラーの容量をもっと上げるか、もうワンランク上のクラスカムロードのようなキャンピングカー用の発電量の大きいオルタネータ搭載モデルなんかが出れば最高ですね。また今月ですね、新しいタウン S クラスのキャンピングカーレビュー車中泊して動画出す予定なのでそちらもぜひチェックよろしくお願いします。次はこのタウン S クラスで高速道路車中泊旅も行ってみたいですね。それではご視聴ありがとうございました。今タウンエースキャンピングカーで富山県へ出張で向かってます。奈良県から出発し富山県まで往復約 800km、 途中サービスエリアやパーキングエリアで休憩しながら走破します。行きと帰りで2回高速道路で車中泊予定です。このタウンエースキャンピングカーバンコンタイプなんで長距離向いてると思いますが、実際どうなんでしょう。エンジンのパワーや乗り心地の振動、また横風に耐えれるのか体感します。この車の詳細や車中泊のセッティングなどは次のサービスエリアで止まった時に詳しく説明します。約100キロ走行し滋賀県の多賀サービスエリアまで来ました。このキャンピングカーは大阪のビルダーさんパパビルドのフェイバリットボックススクエアです。外見は普通のタウンエースなんですけど、このフロントマスクの黒い部分やボディの下のラインやこのタイヤのゴツゴツ感がすごい武骨な感じでかっこいいですね。
タウンエースがベースのキャンピングカーかなり盛り上がってきましたね。ちょっと前の動画でも別のタウンエースキャンピングカー紹介しましたが、この12ボルトクーラー搭載できるタイプがスタンダードになってきたのは嬉しいですね。もう連日の酷暑なんでクーラーは必須ですね。今回のパワービルドさん、このタウンエースキャンピングカーはほとんどオプションという仕様になっています。スペックなどはこちらにまとめておきます。こちらの最低価格から自分に合っているもの、必要なものだけオプションで付けていく形になります。その他のタウンエースキャンピングカー、今までたくさん動画作りました。概要欄にリンク掲載しておくので比較してみてください。このタウンエースキャンピングカーの特徴を簡単にお伝えします。屋根にルーフベント乗ってるんですけど、これなんとこのルーフベント込みで高さ2メーター以内に収まってます。なので街乗り、スーパーの立体駐車場などどこでも入れます。そしてセカンドシートがこちら今ベッド展開フルフラットにしてるんですけど、この前向きのチャイルドシートが付けられる3点タイプになります。そしてこの12ボルトクーラー、横向きじゃなくてこの進行方向前向きについてるの珍しいですよね。車内全体にすぐに冷風が行き渡ります。でこのテーブルもかなりコンパクトなんですけど、こんな感じで折りたたみます。電子レンジなども全て上にありますんで、このベッドがすごい広くなるんですね。このマットをここに敷き詰めればフルフラットになります。今日はこの広いベッドで一人で寝るのが楽しみです。サービスエリアでお弁当を買ってここで遅めのお昼ご飯いただきます。外かなり暑いので、もうこの12ボルトクーラー今つけてるんですけど、つけたまま車内冷やしてお弁当買ってきます。現在のバッテリー残量は 75%、 これリチウムバッテリー 200Ah 入ってます。現在の容量は 148Ah です。今現在の外気温が33度、直射日光もガンガン当たってるんで、この DC12 ボルトクーラーかなり消費しています。ただソーラーパネル 175W このキャンピングカー設置されてますんで、相殺されて約 580W ぐらいですね、消費が。なんか店頭にたこ焼きや豚まんなども売ってます。これは期待できそうです。これはでかすぎる。美味しそうです。警報とか出てる案内なんですけど、今から走るとか強風の横風の警報が出ています。ちょっと心配ですね。とりあえずお昼食べます。極厚の厚焼き卵買っちゃいました。そして焼きそば、こちらも美味しそうなので買いました。せっかくなんで電子レンジありますんで、こちらを使います。はい、ここにインバータースイッチがあります。これをオンにすると AC コンセントが使えるようになります。今 DC12 ボルトクーラーと電子レンジ両方使ってます。問題なく動いてます。消費電力は 1700W です。お、熱々です。それではいただきます。まずはこの分厚い厚焼き卵サンド、めちゃくちゃ美味しそうです。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。この車内で初めて過ごしてみてちょっと気になったんですけど、このクーラーですね、今このテーブルの前で温度計 31.6 度でそんなに下がってないんですね。前よりかは全然快適なんですけど、思ったより温度が下がってません。というのもこれ今風量一番弱い弱でやってます。これ強くすると消えるんですけど、音がこんな感じでかなりうるさいんですね。なんで弱で使ってました。それで今車台に直射日光当たってます。天井は断熱が入ってるんですけど、この窓ガラスのところですね、結構熱がきます。でフロントウィンドウと運転席のシェードだけ今つけました。で他はつけてない状態なんで、全面にシェードつけたらまた変わってくるかもしれません。この辺はまた明日以降時間ある時に検証します。で車内の荷物なんですけど、この木の箱のところに調理器具やティッシュなどいろいろ持ってきました。このベッド下は収納になってます。こっち側はバッテリー入ってるんですけど、こっち側は空いてます。ここに枕や着替え、そして毛布など収納しています。でこのギャレー周りなんですけど、ここが開くようになっていて、こっちに給排水、お水は満タン入れてきました。でここにクッカーなど収納してます。もう一つ収納あるんですけど、ここもまあまあ広めの収納があります。
あとはこのセカンドシートをフルフラットした時に隙間ができますので、そこに収納することができます。ただですね、このセカンドシート今起こした状態なんですけど、この真下、ここが走行中のリアヒーターが入ってます。なのでこの真下は何も収納できません。でこの本来セカンドシートに前向き走行シートにした時に足を下ろす場所、ここが結構空間できます。ここはフルフラットにした時何か収納できます。フルフラットにもなるシート便利なんですけど、やっぱり収納力には欠けますね。このキャンピングカーのレイアウトパターンなんですけど、このセカンドシートが今フルフラットになっていって、後ろこのマットをここにはめればフルフラットになります。でこれ今取ってる状態で、これが1人だったら一番使いやすいかなと思います。あとはこのセカンドシートが背もたれ上げてこっち向きに座れます。このパターンも便利そうですね。今回冷蔵庫はこの10リッターのイーノの冷蔵庫を持ってきました。こちらはバッテリーに内蔵されていますので、電源なくても1泊2日ぐらいなら持つタイプの優れものです。足元にユーグリーンの容量 1000Wh タイプのポータブルバッテリーも持ってきました。ポータブルバッテリーはあまり使い予定なかったんですけど、このバッテリー残量が 40% 切ってきたら使おうと思います。でももう 54% でかなり消費してます。今から走行しますんでバッテリー回復すると思うんですが、やっぱり持ってきておいてよかったです。それでは再出発します。次は滋賀県から福井県に向かう山間部に入ります。現在横風注意の警報が出ています。今回この赤のテープここに貼っときます。これでですね、横風の時に車が煽られたら修正ハンドルしますんで、これで位置分かると思います。はい、これで OK です。タウンエースの風の煽り体制はどんなもんでしょうか。楽しみです。今から本線に合流しますんで、40キロから80キロまでフル加速します。せっかくなんでタイム計測してみます。はい、じゃあ合流します。せーの、はい。少し上りだったんですけど、問題なくスムーズに加速してくれました。このぐらい加速感あればどんな高速道路でもスムーズに合流できると思います。今ちょうどですね、トラックが後ろから追い越しに入ります。その時にこの風の揺れ体感しています。はい、来ました。どうでしょうか。全然大丈夫ですね。風圧で揺れたりしませんでした。追い越される時に普通こっち側にちょっと揺れるような、押されるような感覚があるんですけど、全くありませんでした。はい、福井県入りました。奈良出発して大阪、京都、滋賀、福井と4つ目の県です。ちょっと眠気もしてきたんでパーキングエリアで休憩します。日本海見れそうですね。今ここですね、福井県入りました。この後石川県通過してその先に富山県があります。ちょっと日が暮れてきたっていうのもあるんですけど、やっぱり日本海近いんで涼しいですね。こっち側海見れみたいなんで行ってみます。今日は海も穏やかですごい綺麗です。ここは夕日の絶景スポットなんですが、今日は先を急がないといけません。トイレして10分だけ仮眠して出発します。はい、福井県の平野部をずっと今走行していました。これ両方ね、田畑で全然障害物がない状態なんですけど、たまに突風が吹きます。車体がこんな感じで揺れる動作がありました。ただ戻ってくれますんで、そこまで恐怖心はありません。これもっと車体の大きいキャンピングカーだったらかなり怖いと思います。すっかり日も暮れました。じゃあそろそろ晩ご飯の準備したいんですけど、今回は炊き込みご飯作ります。で、炊き込みご飯仕込んでからしばらく走行して次のパーキングエリアかサービスエリアでいただきます。とりあえず仕込みますんで次のパーキングエリア止まります。今看板でですね、熊注意られました。この石川県から富山県に向かう途中の山なんですけど、熊出るんですね。
とうとう5つ目の県、石川県入りました。この先の峠を越えれば富山県に入ります。いやー、しかし石川県も熊出るんですね。というかもう日本中ツキノワグマ出てるんで、山があるところは熊がおると思った方がいいかもしれません。それでは車内で車中飯の仕込みしていきます。中はムシムシするんでエアコンつけていきます。はい、サブバッテリーの残量は 69% です。そんなに思ったより増えてないですね。やっぱりタウンエースの走行充電はそんなに多く充電されないんで、200Ah の大容量のリチウムバッテリーを全回復するのは走行充電だけでは難しいかもしれません。今日の車中泊と帰りの車中泊もあるんで少し不安になってきました。とりあえず料理系はこのポータブルバッテリー使っていきます。キャンピングカーのバッテリーは DC12V クーラーと照明用に温存しておきます。夜になって分かったんですけど、照明がすごい明るいです。今これスポットライト一つだけなんですけど、あとは間接照明とルーフベントの照明もあります。全部つけてみます。こうなるとめちゃくちゃ明るいですね。キャンピングカーって意外と間接照明とか多くて暗かったりするんですけど、こんなにも明るいキャンピングカーないんじゃないでしょうか。これだったら車内での動画夜も綺麗に映りそうです。それプラス仕事とかする人もいいですよね。パソコンとか触るとき明るい方がいいので。はい、今日の車中飯なんですけど、炊飯器でチャーハン作ってみます。お米は家から持ってきました。こちら一度洗いました。そしてこれチャーシューですね。スーパーで売ってたんで、こちらを刻んで入れて炊き込んだら、それだけでめっちゃ美味しいんじゃないかと思います。今回は出張車中泊ということで、時短で美味しくてあまり匂いが出ないものを調理していきます。まずは具材をカットしていきます。もう具材はこのチャーシューとネギのみでいきます。はい、あとはお水1合分入れてかき混ぜます。これは美味しくなってくれそうです。それではポータブルバッテリーを使用します。これ動かないように固定したいんですけど、このシンクが炊飯器入りません。しょうがないですね。もうとりあえず今日は床に置いて、この養生テープで倒れないようにしていきます。今 12V クーラー弱で使用しているんですけど、かなり効きます。現在車内の温度は 25.6 度です。それでは先へ進みます。車内がチャーシューのすごいいい匂いしてきました。もうたまりません。早く食べたい。はい、到着しました。それでは今日はここで車中飯いただいて、そのまま仮眠させていただきます。明日の早朝にまた出発します。ここのパーキングエリア、ほんと車少ないです。大型トラックも休憩されてるんですけど、太平洋側に比べると半分ぐらいの気がします。この外の窓なんですけど、この助手席の方はこの透明なんですけど、後ろの方こっち側はフィルム貼ってるんですね。なので中が見えにくくなってます。これ中の照明つけてシェードせずに外から見たら見えてるんでしょうか。一回試してみます。それではこのスポットライトつけます。丸見えです。これはシェードしないと恥ずかしいですね。パパビルドさんがこの窓ガラス全部にシェード用意してくれたんで装着していきます。これでフロントの3面が貼れました。次はリア貼っていきます。リアのサイド1、2、3、4枚貼っていきます。次こっちなんですけど、これ家具あるんで貼れるんですかね。ちょっとやってみます。ここちょっと隙間あるんで貼れました。この反対側もこれホックで止まっていました。これを外してでつけます。全面取り付けました。こんな感じです。これなら外から一切見えません。前はこんな感じです。少し手間なんですけど、これで完全な
プライベート空間になりました。入り口なんですけど、今回こんな感じで靴置き作りました。ここ少しスペースあるんで横に置いたら置けるんですけど、ちょっと乗り降りしにくかったんで、もう中にこういった100円ショップで売っていた靴置きを置いてます。こういった小型の冷蔵庫を置いても靴のスペースは十分あるんで、これはありがたいですね。締め切ると暑いんでもうクーラーつけてます。現在 59%。 なんか不安になってきました。足りるでしょうか。これソファーのフォックめちゃくちゃいいですね。ここについてたらここでフォック止めておくともう走行中ずれ落ちません。キャンピングカーあるあるなんですけど、こういったフルフラットになるの痛いですね。こんな感じで背もたれになります。ただ走行中とかよくバタンバタン落ちるんですよね。この固定の仕方はお手軽でずれないんでありがたいです。はい、もうご飯の方は炊けました。おお、炊けてます。美味しそう。最後に生卵をかけて蒸らして固めます。では卵かけて再度蒸らします。ご飯の方15分蒸しました。で卵もできてると思います。この餃子も一緒にいただきます。車内でできるだけ油跳ねないようにこの蓋付きのやつ今回持ってきました。これちっちゃいフライパンなんですけど DC ソケットに挿して使用します。じゃあお水大さじ2ぐらい入れて蓋します。10分ぐらい焼いてみます。さあそれではチャーハン先いただきます。なんかこれケーキみたいになっちゃいました。崩していって混ぜていきます。で最後に追いネギして完成です。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや全部食べちゃいました。なんか罪悪感があります。明日はちょっとお魚中心とかにしてヘルシーな料理にしたいと思います。今回はこのクッキングシートの下にサランラップも敷いてました。なので水分もお皿についてないと思います。綺麗ですね。一切汚れてません。フライパンも下にアルミホイル引いたんで全然汚れてないですね。あとはフライパンの蓋とこの炊飯器の蓋と炊飯器、こちら結構汚れましたんでこれシンクで洗っていきます。このシンクかなりちっちゃいんですよね。ちょっと洗い物できるか試してみます。もうこの手のサイズこんな感じです。手よりちっちゃいです。水道ポンプの電源はここにあります。あ、出ますね。大丈夫です。これは横とあと上下こんな感じで蛇口移動できます。洗えました。ただやっぱり思ってた通りかなり狭いんで、この炊飯器ワンセット洗うだけでパンパンです。こんな感じで周りもいっぱい水しぶきが飛んじゃいました。なのでやっぱり洗い物するというよりかは歯磨きやちょっとした水分を捨てるぐらいがいいかもしれません。さあそれではベッド展開していつでも寝れるようにしていきます。まずテーブルを収納します。そしてあとはもうこのマットをここに敷き詰めるだけです。
れで完成です。これ長さが実寸で約2メーター3センチですね。そして横幅、こっちの狭い方の横幅が約120センチですね。反対側なんですけど、こちら入り口のところなんですけど、実はこの延長マットみたいなのがありまして、それで埋めることができます。そうするとこの横幅いっぱいいっぱい使ってベッドが完成します。ただ自分はこの入り口靴を置くとこ欲しかったんで、今回は延長マットは使ってません。この状態で横幅が約100センチですね。1人だったら十分だと思います。リアのこのマットの下に毛布や着替え、枕など収納してます。家からこの敷きマット持ってきました。1人用これぴったりですね。そしてタオルケットかぶって寝ます。エアコンなんですけど、どうしましょう。今つけてるんですけど、中の温度が 26.1 度、外が 25.9 度、一度切って換気してみます。このリアの窓は手動なんで、エンジン切ったままでも開けることができます。これは車中泊には便利ですね。でこのままだったらここから虫入ってきますんで、ルーフベントを開けてインにします。そうするとこっちに風が入ってきます。この窓からは空気が出るだけなんで虫は入ってこないと思います。あ、でもなんかジメジメしますね。温度外の方が低いんですけど、湿度が 89% もあります。中は 53% ですね。やっぱり同じ気温でも湿度が高いとこんなにも不快になるんですね。なんか軽く汗をかいたようなジメジメする感じがします。設定温度高めにしてクーラーつけていきます。はい、じゃあちょっと照明を間接照明して暗くします。いやー、これは快適やな。照明もいい感じなんですぐに眠くなりそうです。このクーラーがあれば夏場の車中泊は本当に家と変わらないですね。リチウムバッテリーの進化による大容量化、そしてクーラーの小型化により、こういった小型のタウンエースでも長時間クーラーつけれる時代になりました。いや、本当ありがたいですね。それでは明日に備えて眠ります。おはようございます。いや、暑くて汗だくなってて起きちゃいました。どうやら昨日の晩バッテリーなくなってエアコンが切れていたようです。現在のバッテリー残量は 18% です。ソーラーパネルで充電してくれてバッテリーが増えて、今クーラーつけました。ソーラーパネルがついていて本当良かったです。そのおかげで現在車内は 25.4 度と快適になりました。今外気温は 30.7 度です。それではソファーモードにして朝の用意していきます。はい、一瞬で戻りました。もうこのリアのシェードですね、この辺はもうつけたままでいいですね。いただきます。この扉なんですけど、こんな感じで平行に止まりますんで、なんか軽いもんだったら乗せれる収納台になりました。ここのテーブルが結構奥行きないんで結構助かりますね。まだちょっとだけ時間ありますんで、ここでパパッと朝ごはん食べます。もうご飯はこの雑穀米をレンジでチンして温めます。バッテリー持ってくれたらいいんですけどね。ご飯を温めてるうちにこのソファーモード変えてみます。この背もたれを起こして、そしてこのレバーを上げて引きます。そうするとこんな感じで後ろを向いてゆっくり座れるモードになります。あ、このモードもいいですね。この背もたれが斜めになってるんで天井も全然頭つきません。電子レンジ使い終わってバッテリー残量が 13% になりました。なんとか持ちました。この DC フライパンで目玉焼き作ります。フライパンはこのポータブルバッテリー使っていきます。ちなみにこのキャンピングカーのスイッチ系の一番下に DC ソケットあります。ここでも使えます。で、この横に USB 系もあります。あとは納豆にこのサラダ
でご飯はもうこのままお皿にして食べちゃいます。で最後もう一つこのレトルトのお味噌汁をいただくためにお湯を沸かしていきます。この DC フライパンは約100ワットぐらいとかなり省エネでした。ちょっと開けてみます。お、できてます。はい、完成しました。目玉焼きと納豆の朝定食です。はい、じゃあこっち側に移動してちょっとテーブルがね遠いんですけどこれで食べてみます。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。総バッテリーの残量は 7% なんとか持ちました。これ 0% まで使い切るとリチウムバッテリーにあまりよくありません。なのでもうクーラー切って出発します。今日なんですけど実は富山市内のホテルで1泊します。でその時にですねバッテリーないんでもう野外の駐車場に止めてソーラーパネルで充電してみます。でシェード外して再出発します。はい、ここから 2,30 分で富山市内に着くようです。はい、それでは高速道路降ります。料金は6580円です。6580円でした。結構走りましたね。とりあえずガソリン入れて燃費計測してみます。奈良県出る時も手動でセルフで満タンにしました。はい、走行距離は413キロですね。はい、近くの川のきれいな河川敷の広場に来ました。車中泊始めてからこういう場所はすぐに見つけられるようになりました。走行距離が 413.5 キロ、入ったガソリンが 32.89 リッター、1リッターあたり 12.57 キロ走る計算になります。やっぱりタウンエースのバンコンということで普通のキャブコンなどのキャンピングカーに比べたら燃費はもう全然いいですね。それでは今から仕事してで明日のお昼ですねまた帰り車中泊しますんでその時に動画撮ります。はい、終わりました。今から奈良へ帰ります。今は富山市内で少し移動してスーパーに来ました。なんと富山県なのに大阪屋ショップというスーパーマーケットです。面白いですね。富山県はお魚が美味しいらしいです。ここで新鮮な魚買って帰り高速道路車中泊地にいただきます。富山湾産のお魚が結構売っています。なんか見たことないやつもたくさんあります。あ、今日取れたお魚お刺身で298円で売ってますね。それではこの冷蔵庫電源を再度つけます。あ、バッテリーがメモリ2つしかないんでキャンピングカーのここの DC ソケットに挿して電源取れます。冷蔵庫持ってきてよかったです。やっぱり冷蔵庫があるとこういった地元の新鮮なお魚とかお刺身こういったものがいただけます。車中泊の楽しみが倍増します。最初冷蔵庫このドアのこちら側に設置していたんですけどこの入るときちょっと入りにくかったのでこっち側に寄せました。そうすることによりここ開けるとこんな感じで動線ができます。これだったら乗り降りもしやすいんで使い勝手が良くなりました。そしてサブバッテリーの残量なんですけど現在 39% です。ソーラーパネルで放置して1日充電してたんですけどそんなに増えてませんでした。ただ今からまだ6時間ぐらい走行してますんで寝る時にはクーラーを一晩中使えるぐらいの残量に増えてるかなと思います。今からお風呂入りたかったんですけどもう夕方なので先を急ぎます。高速道路でシャワーなどあれば利用したいと思います。そして帰ったらこのタウンエースキャンピングカー車中泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。自分タウンエースキャンピングカー今まで5台動画出してきてこのジャンルは目が超えてきました。シビアな意見になってしまうかもしれません。でもあえてお伝えさせてもらいます。それでは富山県を離れます。いやーいいとこでしたね。今度は家族でライトキャブコンマッシュで車中泊に来てみたいです。はい、それでは富山インターチェンジから高速に入ります。はい、高速入ったらすぐ雨が降ってきて今
結構風も車体にビンビン当たってます。ちょっとこの先心配ですが、ゆっくり安全運転で行きます。途中休憩しながら滋賀県までやってきました。結構風が強かったんで、横風突風吹いた時にちょっとだけ揺れました。キャブコンじゃなくてよかったなと思いました。キャブコンだったらめっちゃ揺れてると思います。やっぱりバンコンタイプは風にも強いしパワーもあるし長距離向いてますね。ここのサービスエリアシャワーあるみたいなんで一風呂浴びてきます。シャワーだけと思ったらお風呂もありました。サウナもあったので入ってきました。まさかサービスエリアでサウナ入れると思いませんでした。もうちょっと住もうかと思っていたんですけど、今日はもうこのサービスエリアでご飯食べて早く寝て、明日の朝早く出発します。もう大型車の枠空いてなくて、小型車のところに大型トラックがエンジンつけて休まれてます。真横なんで結構音しそうです。もう騒音検証にはぴったりですね。中は暑いですね。エンジンの熱が上がってきたんだと思います。現在 33.9 度、せっかくお風呂入ったんですけどまた汗が出てきました。外気温が 28.4 度とちょっと涼しいんですけど、窓開けると結構音しますんでクーラーつけていきます。現在のバッテリー残量が 70% と4時間ぐらい走行しました。結構増えてくれましたね。これだったら一晩疲れると思います。風量を一番強くしたらかなり騒音はするんですけど、もう風が後ろまで届いてめちゃくちゃ涼しいです。今回横でトラックがエンジンつけて休まれてますんで、その騒音も結構して、もう車内はかなりうるさいです。ちなみに騒音計で今の車内のデシベルを測ってみると82デシベルです。もうまるで飛行場にいてるような感じです。ちなみにエアコン消して、そしてこの隣のトラックのエンジンの音だけの騒音を調べてみます。なんと同じ82デシベルでした。トラックの方は結構低音でゴーという感じなんで、そんなに耳障りという感じではありません。エアコンの強の方はバーという風の音なんで結構高音が耳障りになります。15分ぐらいでもう車内が 27.7 度まで下がってきたんで、次からはもう風量弱で冷房をつけていきます。今日ズボンを履いていて汗かいちゃったんで、もうパジャマに下だけ着替えてます。いやー、この空間永遠にくつろぎますね。でも明日早く出発しますんで、そろそろ歯磨きしてベッド転換して眠ります。こっちのセカンドシートのフルフラットの展開は少しコツがいるんですけど、慣れたら早くできそうです。横のトラックのエンジン音の低音とこのエアコンのちょっと高音、風の音が聞こえるんですけど、もう疲れてるんでぐっすり眠れそうです。それでは設定温度を28度にして風量を一番小さくしてこのまま放置で寝ます。おはようございます。昨日寝始めはすごい騒音がしてたんですけど、もうすぐ寝ちゃいました。で寝るとも全然騒音は気になりませんでした。この天井に断熱材が入っていたり全面シェードしていたんで、多少騒音がマジだったかもしれません。遮音性はキャブコンにはかないません。ただ機動力がありますんで、この辺は一長一短ありますね。でクーラーは朝までついていました。バッテリー残量が 28%、 なんとか持ちましたね。昨日富山県のスーパーでサンドイッチと牛乳だけ買ってきましたので、こちら食べて出発します。はい、それではいただきます。
ごちそうさまでした。それではもうこのままノンストップで奈良まで帰ります。はい、残りも気を引き締めて安全運転で行ってきます。はい、じゃあコース降ります。奈良戻ってまいりました。トータルの往復の走行距離は約860キロでした。帰りは市街地結構走ったんで燃費計測していません。このタウンエースキャンピングカー、一言で言い表すと、これほどソロ出張車尺で向いてるキャンピングカーはないんじゃないでしょうか。高速道路も楽々のパワー、100キロ巡航も余裕です。横風にも強かったです。市街地もどこでも行けます。走りに関しては普通車と全く同じです。車内は中で長時間寝ても食べてもストレスのないサイズ。断熱性や遮音性はキャブコンより劣っていますが、走りが快適です。クルーズコントローラーつけたいですね。今回フル活動したこの 12V のクーラーですが、車の断熱性が晩婚なので弱いですが、シェードしたらお昼33度炎天下でも冷えていました。この前のシェード、前は今してないんですけど、サイドはつけてます。これが全面にしてないと真夏の炎天下の中では 12V クーラーはちょっとしんどかったですね。ちゃんと全面を覆ってあげるとしっかり冷えました。最後にこのベッドモード、全面フルフラットにできるんですけど、それ一度やっておきます。この追加のマットをはめます。レバーを引きながらこのセカンドシートを横にスライドさせます。そしてこの板をクロスしてはめて、こんな感じで台にします。これが2箇所ですね。ここの上にはめます。こっち側を上半身にするとして、実寸が137センチですね。そして足側の横幅が実寸で120センチですね、約。でこのテーブルがこうやって折りたたんで厚みがあるのと、で反対側こっち側へこんでるんですけど、少しリアもこのシートベルトのとこ出てますんで、実際は110センチと思った方がいいかもしれません。大人2人、夫婦など男女だったら問題ないかなと思います。では最後にこのタウンエースキャンピングカーで実際に試着してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まず1つ目はベッドが広いですね。このタウンエースキャンピングカー、ベッド広くなるように設計されています。というのもこっちからのギャレすごいちっちゃいんですよね、横幅が。なのでもうベッドとして使える部分を多くしています。釣りや写真登山など本当にもう寝るだけでいいっていう方は、こういった感じでベッドが広くてクーラーがオプションで付けれるキャンピングカーはかなり合ってると思います。この12Vクーラーの配置ですよね。前面に向いてるんで、やっぱり想像した通り前に風がいってくれます。こんな感じで風向きある程度変えれますんで、こっちが斜めに行ったりまっすぐ行ったり分けれます。サーキュレーターなしですぐに車内全体が冷えました。こういったキャンピングカーは照明暗いこと多いんですけど、めちゃくちゃ明るいです。例えば車内でリモートワークする方、パソコンやテレビ、スマホなど見て過ごす方も目が悪くなりにくいと思います。パパビルトさんは二重バッテリーの安全性をかなり重視されてます。でこの下に二重バッテリー入ってるんですけど、これキー開けると鉄のガードの中にリチウムバッテリーが入ってます。なのでもしも何かあった時も安全性が高くなってます。キャンピングカーの納期は1年以上が多くなってきたんですけど、現在こちらは1年以内に納車可能ということです。今回2泊車中したんですけど、このやっぱり全面シェードかなり面倒くさかったです。こちらはオプションのフィルム貼られてるんで外から見えにくくなってます。これかなりいいんですけど、やっぱり日中の暑さ、クーラーつけるときはこれだけでも暑かったです。ここも今すごい暑くなってます。オプションでカーテンもつけれるので、ぜひつけたいオプションですね。これはもう車着する前から分かっていたことなんですけど、このテーブルあんまりこの奥行きっていうんですかね、これがありません。横幅は広いんですけど、というのもこれフルフラットした時にこのままテーブルをこんな感じでしまいにしようだからです。なのですごい便利なんですけど、車中飯するならちょっとやっぱり狭かったかなと思います。というかこう足を出して座った時にちょっと遠いかなっていう感じでした。これはもうこのタウンエースキャンピングカーだけというわけじゃなくて、全部のタウンエースキャンピングカーに言えることなんですけど、走行上でオルタネーターから発電されてサブバッテリーの方に行くんですけど、約 20A しか発電されません。 12V 換算で 240W です。この 12V クーラーをフル活用するにはやっぱりリチウムバッテリー 200Ah など大容量になってきます。そうなるとこの約 240W の発電量はなかなか満タンになりません。走行充電の容量アップは今後に期待したいですね。これは人によって変わるんですけど、自分は身長170センチで、そこのそばに座ると頭が軽く当たりました。
これは人によってかなりストレスを感じると思います。でこっち側のセカンドシートのソファーはこれ斜めになってるんで頭も当たりませんでした。このリアの横向きシートは余計頭が当たりやすいんですね。というのもこの端に行くほど下に下がってます。でなおかつですね、このリアに行くほど下に下がってます。なのでもうこの辺が一番低いですね、天井。ただこれ以上下げるとまた足がしんどくなったりしますんで、高さもないしこの辺が妥協点かもしれません。多分ビルダーさんも悩んだ上でこの高さにしていると思います。こちらは人を選ぶと思いますので、興味ある方は一度中に座ってみることをお勧めします。最後にこのルーフベントだけお伝えします。今回は使わなかったんですけど、こちらのルーフベント以前ですね、違うキャンピングカーで使ったことあります。モンテネカ使えたんですけど、この雨の日がですね、多少の雨は問題ないんですけど、結構雨強い時は入ってきますんで、それだけ最後にお伝えしておきます。いやー、このタウンエースキャンピングカー本当にいいですよね。今自分キャンピングカー所有してるんですけど、もう一台追加できるなら間違いなくこのバンコンタイプのタウンエースキャンピングカーを選んでると思います。で最後にですね、自分今までタウンエースキャンピングカー、キャブコンもバンコンも5台ぐらい動画作ってきました。そんな自分目線で、もしも自分が作るなら最強のタウンエースキャンピングカー考えてみました。ポイントは3つあります。窓ガラスにぴったり密着できる収納シェードをこのフロントガラス、サイドウィンドウ、リアのガラスなど全てにそちらのシェードを装着します。ヨーロッパのフィアット・デュカト、キャンピングカーは収納式のシェードになってます。あれすごいワンタッチで簡単なんですよね。シャーっていう感じで。2つ目なんですけど、この10人ごとクーラーめちゃくちゃ冷えるように改良して設置します。各ビルダーさんがこの DC10 人ごとクーラーワンクール21を採用して冷えるように改良されてきました。なのでその冷えるノウハウを全て集結させて最強の10人ごとクーラーを設置したいと思います。そして3つ目はこのタウンエースキャンピングカーのハイルーフですね。やっぱりこのタウンエースキャンピングカーのバンコンは高さがネックになってますんで、天井をぶった切ってハイルーフにすればかなり快適になると思います。実際に国内でやられているビルダーさんも2社ほどいます。そしてその上にさらにソーラーパネルも設置すれば天井からの太陽光もかなり軽減できると思います。どこかのビルダーさん一緒に作りませんか？ぜひ連絡お待ちしてます。ただそのハイルーフ仕様にするとですね、せっかくいい走行性能が犠牲になるんじゃないかなと思います。横風の煽りも多少影響しそうです。またそういったキャンピングカーも試乗して動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。今日はですね、この日産 NV200 キャンピングカーで試食旅に行ってきます。愛知県にあるキャンピングカービルダーエムザートさんの新型車です。これ1台で普段使いも車旅もできる最強のコンパクトキャンピングカーです。なんといっても走りが抜群なんです。よくキャンピングカーは乗り心地悪かったり加速しなかったりするんですけど、かなりいいと思います。この NV200 はよく高速道路で追い越し車線走行してるとこ見ます。自分自身今日は初めて乗りますんで、いいという噂の走行性能を体感します。中の居住性もしっかり確保されています。この端から端まで長さは180センチあります。そして自分がこのソファに座ってみても天井に頭つきませんでした。自分の身長は170センチです。内装はこの木がベースですごいおしゃれですよね。天井も木です。レイアウトはこのソファーモードからマットを敷き詰めるとフルフラットに変形します。後ろにはミニテーブルやミニシンクがあります。なんといってもこの薄型のビルトインクーラーですね。こちらがエムザートさんの一番乗りになります。乗車定員は前2人、後ろこことここに1名ずつなんで合計4人乗車です。なので普段は買い物や家族の足として、週末はそれや夫婦で車掌できます。全幅 1690mm、高さが 1850mm なんで細い道や立体駐車場どこでも行けます。秘境の温泉巡りなんかもいいですよね。こういった大きいキャンピングカーだと普通の車も必要で2台持ちの方が多いんですが、このエムザートさんの NV200 新作キャンピングカーはベース車を中古車にすることで価格が280万円と低価格を実現しています。納車までの納期はベース車の納期プラス 3,4 ヶ月だそうです。なので6ヶ月ぐらいですかね。スペックはこちらに掲載しておきます。こちらの車両は 4AT なんですが、新しいモデルだと CVT もあります。駆動方式は2駆と4駆選べます。8ナンバーキャンピングカー登録なので車検は2年に1回、ベース車両によって価格は変動します。このデモカーは280万円、諸経費込みです。このコンパクトタイプのバンコンで比較されるのがタウンエースになると思います。自分もタウンエースは注目していたのでたくさん動画出してきました。
なので今日はタウンエースと比較しながらレビューしていきたいと思います。一番の違いは何といってもエンジンの位置ですね。この NV200 はフロントになります。タウンエースの場合は運転席の下こちらにあります。なので先がとんがっているちょっとスタイリッシュな感じですね。タウンエースはもう何もありません。こういったグレーのモデルだったらかなり締まって見えてかっこいいですね。エンジンが前にあるということで走行中は静かでエンジンの熱も車内に入りにくいと思います。そして万が一の時これクラッシャブゾーンになりますね。安全性も高いですね。でも一番気になるのがこの車内空間です。少し狭くなります。この辺どうなのか、狭くて過ごしにくくないか、車内でご飯食べて寝てみて体感します。そしてこのビルトインエアコンの性能ですね。かなり細いこの家具に入っています。昼間暑い時にエアコン効くのか、そしてうるさくないのか、何時間使えるのか試します。バッテリーはこのソファ下に収納されています。100Ah が標準で 200Ah がオプションで、この車は 200Ah 搭載されています。車中泊のアイテムなどはこのソファ下に収納しました。今回2泊3日の車中泊旅に出かけます。初日は一般道を走行し、普段使いを想定して車中泊。2日目は高速道路を走行し、パーキングエリアかサービスエリアで車中泊します。それでは安全運転で行ってきます。まずこの出だし走ってみて感想なんですけど、めちゃくちゃ軽いです。少しアクセルを踏むだけですぐに法定速度に達します。タウンエースも街乗り不自由ないんですが、この NV200 ベースはさらに速いですね。というのもエンジンの排気量が NV200 は 1600cc、 タウンエースは 1500cc です。ほんの少し違うだけなんですけど、かなり速く感じます。そして何よりですね、乗り心地がすごいいいです。道端のマンホールの凹凸ですね、あとは道路のつなぎ目などデコックのところなんですけど、ガタンガタンとせずにすごい衝撃をいなしてくれてます。もうほんと乗用車と変わらないですね。まさかこの車がキャンピングカーだとは誰も思わないでしょう。はい、燃費測りたいんでガソリン満タンにします。燃料タンクはここですね。はい、トリップメーターリセットしておきます。次信号止まったら0から40まで強めに踏んでタイム計測してみます。はいはい、いや一瞬でしたね。ちょっと自分勘違いして、これ制限速度50キロでした。40キロまでの加速になっちゃいました。もう強めに踏んだんですけど、前から浮き上がるようなそんな挙動がありました。走行性能はもう明らかにタウンエースより上ですね。はい、ブレーキなんですけど、街乗り30分ぐらいして何回か強めに踏んだりしてみたんですけど、かなりよく効きます。こちらもタウンエースよりよく効いているような気がします。後ろ仮装されてるんですけど、全然重さは感じません。今から行くところなんですけど、愛知県の山の方に温泉平日の道の駅があります。そちらに向かいます。この車だったら山道もスイスイ走ってくれると思います。楽しみです。山入る前にスーパー寄ります。すごいいい感じの地元のスーパーがありました。もうここからは山道になってその直前にありました。駐車場は線が一本のところでそんな広くないんですけど、やはり車はコンパクトなんで余裕で収まりました。後輪輪止めまでバックして前はこんなにスペースがあります。で左右もこちら少し余裕があって、で反対側ですね、ここもかなり余裕があります。これだったらどんな駐車場でも問題なく止められます。冷蔵庫はヘムズアートさんにお借りしました。買い物してから少しお茶したいんで、この車内エアコンで冷やしておきます。現在サブバッテリーは 100% です。冷蔵庫だけ電気使っています。こちらのビルトインエアコンなんですけど、前にアトレに搭載されたモデルで一度使わせてもらいました。その時より改良されているようです。一つはより省エネ、二つ目に一番冷えるモードを追加されたそうです。それではつけていきます。こちらの左のノブを長押しするとエアコンが作動します。こちらの右のつまみを押していくとオートモード、エコモード、マニュアルモードと変わっていきます。とりあえずオートモードにして設定温度どうしましょう、22度にしておきます。そうなると風がかなり強くなって冷たい風来てるんですけど、音も結構しますね。現在マックスです。設定温度に達すれば音は小さくなると思います。運転席との仕切りカーテンしておきます。こちらのカーテンはかなり使い勝手いいですね。でこちら全体的にカーテンありますんで、こちらオプションなんですけど、クーラーつける方はぜひつけたいオプションですね。
太陽の光が車に当たっています。それでは車内で少し休憩します。いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。今回の収納なんですけど、このソファーの下にゴミ箱、そしてこちらクッカーなど入れてます。で、あとはゴミ袋ですね。で、入り口のこちらなんですけど、下駄箱みたいな感じで空洞があります。ここ靴入れれます。で、今回はこんな感じで汚れないように靴置き持ってきました。で、こちら側には食料などです。で、この奥ですね、少しスペースありましたんで着替えなどを入れてます。で、ここにはシュラフや枕、着替え、でこちらも木のボックスで調理器具など収納を入れてます。で、その奥ですね、このシンクの下が給排水10リッターずつあります。今回お水10リッター入れてきました。 NV200 の収納がかなり不安だったんですけど、いつも使っている接着道具は問題なく入りました。フルフラットにすればここも全部収納になりますんで、2人でも問題なく接着できそうです。で、今現在車内の温度なんですけど 26.3 度です。で、外気温が 28.4 度、影に温度計設置しています。これ仕切りカーテン下向こうに温度計が置いてるんですけど、そちらは33度でした。なのでクーラーがしっかり効いているのは分かると思います。ただオートモード22度だと結構暑かったんで、今マニュアルモードにしてます。オートモードだと設定温度になったらたまるんですけど、その直射日光がすごい暑くてすぐに車内が暑くなってしまいます。なのでマニュアルで弱い風をずっと出しているような状態にしてます。これだったらかなり涼しいです。この辺はどの設定がいいのか今回の旅でいろいろ試したいと思います。あとはこの遮光カーテンですね、これ閉めといたらかなり冷えると思います。後でそちらも試します。で、現在マニュアルモードで風量3にしてます。それで消費電力が24ワットですね。そして残量が 82%、 約1時間10分使用して 18% 消費したことになります。大体の計算ですが、日中でも5時間ぐらいは 200Ah バッテリーがあれば使えるかなと思います。現在の外気温が28度の直射日光という感じなんで、もう30度35度とかなってくるとまた変わってくると思います。この辺も今回の旅でいろいろ試しながら検証していきます。じゃあ一旦切って出発します。それでは安全運転で再出発します。はい、山の中入ってきました。で、いくつかのコーナーを曲がってみたんですけど、もう本当にハンドルを切ればスッと頭が入って綺麗に曲がってくれます。コーナリング時の横へのロールもあまりなく、やはり車高がないのでそんなにロールはないですね。これだったら山の中どんどん進んでいきたくなります。運転していてすごい楽しいです。後ろのきしみ音もほとんどないですね。普通こういったキャンピングカーだと段差のショックであったり、きついコーナリング時に家具のきしみ音とかするんですけど、今のところそういったことは全くありません。後ろ仮装されているのを忘れるぐらいです。はい、今結構きつい上りに入ったんですけど、ちょっと失速したんで軽くほんの少しだけ踏み出すとすぐに速度が戻ってくれました。もう余裕ですね。結構きつい上りでもさらに踏み込むと再加速してくれます。これは高速道路のドアン車線も全く問題なさそうですね。なんとか日が暮れる前に車着スポット到着しました。結構長時間走行しました。でもやっぱりよく曲がってくれますんで、全然苦労することもなく山道を走行できました。もうハンドル曲げた方にスッて曲がってってくれます。山道のコーナリングに関してタウンエースと比較すると NV200 の方が断然上ですね。タウンエースの場合はコーナリングした時にロールを結構感じるんですけど、 NV200 の方はスイスイ曲がってロールも少なかったです。なんか走ってすごい低重心な感じがしました。あとは中の居住性ですね。一晩止まってみてじっくり体験します。それでは車内の車着セッティングしていきます。バッテリーなんですけど 100% に戻ってます。スーパー出てから到着するまで約1時間半ぐらい走行しました。1時間半で 18% 増えたんではなくて、もう1時間ぐらい経ってから 100% になってた気がします。今日まだたくさん使ってみて、明日も走行充電何%増えるか確かめます。それでは全部のカーテンしていきます。カーテンはこういったマジックテープで留められています。
で広げて、この端はホックですね。簡単に閉めることができます。リアの窓のカーテンは上と下両方レールあって隙間ができないようになってます。全部のカーテンこんな感じで端隙間空くところもホックになっていて、ぴったり隙間なくカーテンができます。今回ポータブルバッテリーを持ってきました。エアコン使用するときは他の電気はポータブルバッテリーで補って、このキャンピングカーのサブバッテリーで何時間エアコンを使えるか検証します。 NV200 の助手席なんですけど、こんな感じでフルフラットになります。これめちゃくちゃいいですよね。年代によってフルフラットになるのとならないのがあるみたいです。古い方がフルフラットになるそうです。車中泊で使用するなら絶対こっちの方がいいですよね。照明なんですけど、この真ん中にメインの LED の照明があります。これだけなんで暗いかなと思ったんですけど、意外といけますね。あとはシンクの横にスポットライトがあります。こんな感じで照明の温度色を変えられます。電気のスイッチ系はここに集約されています。これが電気ですね。であとは USB ですね。入力端子があります。その下、ここはインバータのスイッチですね。これをオンにするとサブバッテリーの DC から AC に変換してくれますんで、ここのコンセントが使用できるようになります。この車は 1500W のオプションのインバータが設置されています。電気関係はここのソファーの下に全部集約されています。インバータやサブバッテリーなどあります。走行充電器もあります。でその横にこのシガーソケットがあります。これで冷蔵庫の電源を現在取っています。でこの上がファンになっていて、中の温度が50度になるとファンが回って冷やしてくれます。走行充電器の温度が上がってくると発煙量がどんどん下がってきますんで、このファンは車中泊旅では重要な役割を果たします。そして家具なんですけど、色変えれるようです。ここの天井はこれ化粧板になっています。エムザートさんでサンプル見てきたんですけど、なんと200種類ぐらいから変えられます。このソファーの生地も200種類ぐらいから選べます。なので自分好みの車内に変えられます。自分は結構この木目調の家具と生地の色好きです。ちょっと暗くなってきましたね。お風呂先行ってきます。ここの道の駅は大きい温泉が併設されています。着替えはここちょうどいいスペースありました。やはり山の中の道の駅なんで駐車場車かなり少ないです。向こうも広めの駐車場あるんですけど、もう誰もいてないですね。結構静かなんで夜はぐっすり眠れそうです。聞こえるのはカエルの音だけです。ここが道の駅のトイレですね。今日はこちらを利用させていただきます。道の駅の真ん中のところにこういった野外のテーブルと椅子があって、大きい屋根があります。その横には今はもう営業してないんですけど、どんぐり横丁といって鮎の串焼きや五平餅、へぼ飯というのが売ってるそうです。営業時間内だったらここでご飯も食べれるんでかなりいいですね。こちらがすぐ横にあるどんぐりの湯温泉です。かなり大きいですね。それでは一風呂浴びてきます。ここの温泉過去一でした。600円とかなり安いんですが、中が広くてお風呂の種類も多くて、なんと歩けるお風呂もありました。露天風呂も広いんですけど、山の中にあるということでほとんど人がいませんでした。かなりおすすめです。今度は家族で来たいですね。涼しくなってきました。今日の夜はエアコンいらないですね。ここの道の駅街灯多くてすごく明るくて全然怖さはありません。それでは車内でゆっくり楽しみます。しばらくこの車内で一人でいたんですけど、なんかすごい落ち着きます。この木目調いいですね。やっぱり明るい木目調なんで光が反射して車内が明るく見えます。エアコンつけたかったんですけど、現在車内の温度が 21.5 度、外気温が 14.2 度と全く必要ありません。ただどうしてもチェックしたいことが1点あります。それは騒音です。今日お昼つけた時に風量が強だとかなりうるさかったです。あとは車外の騒音ですね。室外機の騒音も調べていきます。スペクトラムアナライザーのアプリを使って騒音を計測します。まずは無音の状態で何デシベルか調べます。44デシベルでした。結構静かですね。まずは冷房をつけて風量小で計測します。いや、車内の真ん中ぐらい、冷房からだいたい1メーターぐらいですね、離れた場所で計測します。
小だと57デシベルでした。これはかなり静かです。じゃあ次は中でいきます。62デシベルでした。自分はこのぐらいまでは大丈夫です。人によってはうるさいと感じる方もいてるかもしれません。次は一番強くします。風量最大はもう爆音ですね。今はもう下げてます。では中にして外の音を調べます。室外機はこのリアの方になります。で、横の駐車場で一度計測してみます。59デシベルです。しっかり室外機の音が聞こえるんですけど、そこまでうるさいなっていう感じではないです。で次は一つ開けてみます。57デシベルでした。少し下がりました。結構静まり返った道の駅だったら、隣だったら音はちょっと気を使うかなという程度です。でもエンジンつけてるに比べるとだいぶ静かです。こういった静かな道の駅で隣に車が止めていて、その車が開けて過ごされていたらちょっと気を使うと思います。自分的には問題ないレベルだと思います。それでは車中飯、おつまみ的なものをいただきます。ちょっと換気ができないということで、この地元三河湾のお魚をお作り、これはタイですね。こちらいただきます。そしてもう一つ、こちらも愛知県の名物です。夏目ホルモン特製土手煮、こちらなんですけど、IH 対応のアルミ鍋で蓋がありますんで、これ温めるだけなら車内に匂いそんなにしないかなと思います。今回クーラーはもう使えませんので、この IH 調理器はキャンピングカーのサブバッテリーから電気使えます。これやっぱり上の蓋取った方がいいですかね。アルミホイルで蓋しておきます。ホルモン温めてる間にタイのお刺身いただきます。うわ、美味しそうです。匂いができるだけ車内に充満しないように、もう火は止めておきます。いただきます。熱い。ごちそうさまでした。今回洗い物なかったのでシンクは使ってません。ただお水入れてきてますんで、こんな感じで使用できます。歯磨きなどにちょうどいいサイズですね。自分の手と比較するとこのシンクの小ささがわかると思います。なので歯磨きやコップを洗うぐらいですね、そのぐらいの用途になると思います。シンク使っていて発見したんですけど、これ伸びます。なのでバックドアを開けて外で足洗ったりできます。さあ、それでは着替えてベッド展開済ましておきます。このマットそんなに分厚くないんですけど、5センチぐらいですかね。木の板もあるんで、この柔らかいところは多分3センチぐらいだと思います。寝心地どうでしょうか。今回はシュラフを持ってきました。こちらで眠ります。ベッド展開は一瞬で終わります。このソファーの背もたれ、こちらをここにはめて、でもう一枚をここにはめます。はい、これで完成です。これで横幅が139センチで長さが180センチで、このソファーの座面から上、こちらが95センチです。なので大人2人が余裕で眠れます。寝てみた感じなんですけど、やっぱり横はかなり広いですね。で、長さが180なんで、頭ギリギリまで枕上にしないといけません。そうすると自分は身長170センチなんですけど、つま先は当たらずに眠れます。もしくはもう一人だったらこんな感じで斜めに寝てしまえばかなり広く使えます。軽く寝てみた感じ、ちょっと硬い気がするんですけどね。この辺は実際に一晩寝てみてどうなってるか、また明日の朝お伝えします。今日は NV200 で山道運転していてすごい楽しかったです。普通に他の車についていけるんです。キャンピングカーだと後ろの車が来たら
左に寄せて譲ることが多いんですけど、この車なら普通車と同じ速度でドライブできます。やっぱりキャンピングカーでも運転楽しみたいです。今日改めてそう思いました。車中泊と走り両方求めてる人にはこの車合ってますね。明日の高速旅も快適そうです。キャンピングカーって Google マップの時間予測通りにつかないんですけど、 NV200 ならつきます。より遠くに行きたくなります。それではおやすみなさい。おはようございます。ちょっと車内が暑くて起きちゃいました。現在車内の温度が 27.7 度、外気温が 32.9 度。外に置いてる温度計、直射日光当たってると思います。こっちが朝日なんですけど、すごく暑くなってます。天井は暑くなってないですね。この天井は中に断熱が入ってるそうです。このままだとすぐに30度超えそうな感じです。汗ばんできました。それでは早速クーラーつけます。現在バッテリー残量は 89% です。涼しい風が出てきました。今風量は中にしています。もうちょっと冷えたら小にします。この時期、今現在5月末なんですけど、やっぱりクーラーあったら日中でも車内折れるんで助かります。エアコン中にして現在405ワット消費しています。寝心地なんですけど、このマットやっぱり少し薄かったんでちょっと硬い感じがしました。このシュラフ間に1枚入ってたんですけど、そういった感じはしました。ただ背中が痛くなるということはありません。これは好みによると思うんですけど、自分は間に1枚何か敷いたら問題ないかなと思います。それでは朝の用意していきます。はい、すぐにソファーモードに変わりました。これなら煩わしいベッド展開も楽ですね。なんかですね、このクーラー、この辺すごく冷えて冷たくて涼しいんですけど、この座っているソファの後ろ、なんか熱が来ててヒーターをつけてるようです。このガラスの方はかなり熱を感じます。カーテンも熱くなってますね。例えるなら部屋の中で電気ヒーターつけて、そしてエアコンつけてエアコンの前で涼んでいる、そんな感じです。もう太陽光とクーラーの勝負といった感じです。温度もガンガン上がってきて、外気温は 35.7 度。多分これ今直射日光当たってますんで、後で影に入れておきます。車内は 25.6 度。このソファのところですね。ここは快適です。やっぱり車は鉄板でできてますんで、直射日光が当たるとどんどん暑くなります。この辺はバンコンのデメリットですね。バンコンにキャブコンの壁が欲しくなります。それではパパッと朝ごはんをいただきます。トイレ行くついでに道の駅のショップで何かおかずになるようなものあるか探してきます。このレトルトのご飯だけ炊飯器で温めておきます。クッキングシートを敷いて少し水を入れて炊飯します。サブバッテリーの電気は現在クーラー使用していて軽症で使ってますんで、炊飯器はポータルバッテリー使います。エアコンはこのまま風量小でつけっぱなしでいっておきます。どんどん温度上がってきました。外の直射日光に当たっている温度計が 36.2 度で、車内こちらソファーの上が 24.4 度で、もう一個こちらがカーテンの向こうですね。運転席にある温度計が 30.6 度です。はい、温度計このフロントウィンドウ直射日光のとこ置いてましたんで、こちらのタイヤハウスの上に置いてきます。これ忘れないようにしないとダメですね。うわ、すごい空気が美味しいです。うっすらと雲はあるんですけど、青空が広がってますんで、今日は暑くなりそうです。道の駅もうやってますね。あゆの塩焼きいいですね。あとなんかヘゴ飯っていうのがあるみたいです。スズメバチのご飯なんですかね。かなり勇気いりますね、スズメバチのご飯は。ちょっとご飯炊いちゃったんで今日はもうやめときます。すいません。ありがとうね。はい、美味しそうな鮎の塩焼きと五平餅買ってきました。鮭も用意してたんで、こちらも一緒にいただきます。この鮭は来る時にスーパーで一切れだけ買いました。こうやってパックじゃなくて袋詰めのやつは車中泊に便利ですね。ゴミにならないんで。
換気扇がないので、もうアルミホイルで完全に密閉して焼きます。わ、美味しそうにできました。かなり豪華ですね。せっかくなんで窓開けていただきます。やっぱりカーテン開けると開放感違いますね。それではいただきます。まずは鮎から。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。車が増えてきましたんで、もう早めに移動します。ゴミなんですけど、今回この下駄箱ですね、こちら使ってませんので、この中に入れて帰ってから捨てます。はい、今車内の温度なんですけど、22.7 度、かなり冷えてます。外気温影のところは25度ですね。でエアコンのないフロントウィンドウは現在 32.7 度です。バッテリーなんですけど、クーラー2時間半使用して現在 57% です。結構減りましたね。バッテリー最初 88% だったんで、クーラー約2時間半の使用で 31% 減ったことになります。ここからまた山道1時間ぐらい走行しますんで、どのぐらい充電されるかチェックしてみます。それでは安全運転で再出発します。今からなんですけど、このまま山を降りていって岐阜県の恵那市に向かいます。結構下りあると思いますんで、この NV200 の下りの走行性能を確かめます。この辺ずっと下りが続いています。で、下りながらこんな感じでコーナリングも続いています。ブレーキはよく効くので安心して走行できます。キャンピングカーだとやっぱ制動距離長いので早めにブレーキングしてコーナリングするんですけど、そんなに直前でブレーキングしなくていいので早く目的地につけます。この後ろの荷物なんですけど、結構山道走っているとキャンピングカーだったらソファーの上の荷物とか落ちたりするんですけど、今のところ落ちてません。かなりきついコーナリングが続いてるんですけど、やっぱりこの NV200 は低重心でロールが少ない証拠だと思います。なんか本当に山道走るの楽しんでどこまでも走りたくなってきます。はい、恵那市に入りました。で、間もなく市街地入りますんで、市街地入ったらこの一般道のですね燃費測るためにセルフのガソリンスタンドで満タンにしてみます。ありました。走行距離108キロですね。写真撮っておきます。エンジンを停止し、静電気が。はい、じゃあ近くの公園一旦行きます。その前にコンビニだけ寄ります。はい、ちょうどコンビニ寄ったらですね、この NV200 止めた横にタウンエースが止まっています。こうやって見ると本当にサイズも一緒ですね。こっちが NV200 なんですけど、これがエンジン部分です。で、一方タウンエースは前がない感じですね。これ後ろからなんですけど、こっち側がタウンエースで、その分前がこっち短い分荷室が大きい感じになります。で NV200 はちょっと短くなります。はい、これ後ろからなんですけど、こうやって見ると高さもこのタウンエースの方がやっぱちょっと高いですね。NV200 の方がちょっと低い感じになります。どちらも働く車という感じでかっこいいですね。まさかこの NV200 とタウンエースがキャンピングカーとしてこんなに注目されるとは昔は思ってもいませんでした。河川敷の綺麗な公園に来ました。日が昇って直射日光が当たると結構暑くなってきました。車内でエアコンを当たりながら
燃費計算し、この初めて NV200 で1泊2日車着してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。走行充電のファンがずっと回ってますね。はい、じゃあエアコンつけます。バッテリーは 82% まで回復しています。走行充電は2時間15分走行して 25% 増えました。1時間あたり約 12% ですね。2泊3日程度ならクーラー使用しながら旅するのも可能ですね。燃費なんですけど、山道を108キロ走行しました。入ったガソリンが 9.68 リッター、1リッターあたり 11.1 キロ走りました。走行中は車載クーラーつけていて、信号少なめの山道中心でした。高速道路はどうなるでしょうか。さらに伸びてくれそうですね。それでは今回初めて NV200 キャンペーンカーで車着旅に行ってみて感じたことをお伝えします。まずは走行面に関してのメリットをお伝えします。やっぱりこのバンコの中で最高峰の走りでした。タウンエースベースのバンコもかなり走行面では良かったんですけど、さらに上行きます。加速止まるに関してはタウンエースよりもちょっと上ぐらいだけど、コーナリングに関してはかなりこちらの方が上です。きついコーナーもスイスイ曲がっていく感覚はすごく気持ちよかったです。キャンピングカーは走り犠牲にして車内で楽しいものといった固定概念を覆させられます。走っても楽しい、車内でも楽しいが可能なキャンピングカーです。その分車内でデメリットも見つかりました。まず1つ目なんですけど、収納が少ないですね。もう見てもらったら分かる通り、上部収納は設置できるスペースがありません。なのでほとんどはこのソファー下収納になるんですけど、1回開けたりしてその物を取り出したりしないといけないんで、すぐにアクセスできる収納がほとんどありません。ソファー下収納を使ってて気になったんですけど、ちょっと取り出しにくいとこあったんで、なんか紐かなんか欲しいですね。ソファーを上に上げる紐と、あと手で支えておかないといけないので、なんかダンパーとか固定するものが欲しいですね。そうすると両手でいろいろ取り出せます。2つ目のデメリットは車内での料理ですね。これ分かっていたんですけど、やっぱり料理できないことはないんですけど、かなりやりにくいです。 NV200 の年代によるんですけど、こちらのモデルは窓がもうはめ殺しで開きません。なので完全に空気入れ替えができません。なので調理方法も限られますし、テーブルもかなり小さいのでミニマムな調理セットで匂いの出ない工夫が必要になってきます。あとシンク使ってみて思ったんですけど、やはりかなりちっちゃいんで、これはもう洗い物というか歯磨きや手洗い、コップを洗う専用ぐらいにした方がいいかなと思いました。次のデメリットはこのベッドの長さが少し短いなと思いました。180センチあるんですけど、自分170センチが寝ると少し余裕はあるんですけど、寝返りを打つと少し頭がこのカーテンに触れました。これは人によるんですけど、今回自分はこれが一番気になりました。もうあと10センチぐらいあったら全然違うんですけどね。この間のスペースなんか埋めればうまいことできそうですね。この辺は DIY でなんとかなるかもしれません。身長によってこれは感じ方変わりますので、気になる方は実際に寝てみてほしいです。次デメリットなんですけど、このソファー背もたれがこのフルフラットになったこの板がこっち側に行くんですけど、結構これがね硬くて垂直なんで崩れにくかったです。なので自分はこんな感じでソファーの背もたれにこんな感じで枕を置いてクッションにしてくつろいでいました。そうすると全然座り心地は良かったんですけど、ただ問題点がこのスペースがかなり狭くなります。もうちょっとお尻出るんちゃうかなというぐらいの狭さになりました。もうちょっとこの辺ぐらいもあったらいい気がするんですけど、そうなるとこのスペースが減っちゃうんで難しいところですね。感じたデメリットは以上なんですけど、ちょっと番外編として気になる点が1点ありました。それは冷蔵庫の位置なんですけど、今回はこの大型の冷蔵庫をお借りしたんですけど、実際に車中旅行くとなったらこれよりもうちょっと少ない半分ぐらいのスペースの冷蔵庫が欲しいなと思います。今回は真ん中に置いたんですけど、このスペースはちょっとね邪魔になるかなと思います。なので置くとしたらこのソファー下のこのスペースですかね。ここに収納できる冷蔵庫があればいいなと思いました。ただそうなると次はこれ開けるときにソファーの板全部外さないといけないんで、なんか半分だけ取れる感じのソファーの板だったら取り出しやすいかなと思います。この辺の冷蔵庫の課題は少し残るかなと思いました。次はメリットなんですけど、なんといってもこのビルトインクーラーですね。今回改良されてさらに冷えるようになりました。前エイムズアートさんの同じクーラー使ったんですけど、その時よりも確実に冷えています。今現在タイヤハウス影のところに温度計を置いてて 33.3 度外気温なんですけど、車内は24度と直接当たってるんで寒いぐらいです。外気温の33度はこのアスファルトの照り返しの熱もあると思います。この辺風ら辺はよく冷えていて、離れて天井とかになってくると暖かくなってます。で直射日光が当たる壁側ですね、こっちも暖かいです。少し音はするんですが、この最強モードですね、これが本当によく冷えました。まずこれで一旦車内を冷やしてから中にして過ごすというのがいいかもしれません。あとは天井断熱とこの窓のフィルム、そして遮光カーテンですね。この3つによってかなり冷えるようになっています。
ガラスの遮熱フィルムと遮光カーテンはオプションなんですけど、昼や朝など日中車内でクーラーつけて過ごす予定の方は絶対につけた方がいいオプションです。やっぱりバンコンというのはこの壁にヒーターがあるような感じですね。その中でエアコンを使っている感じになります。できるだけ直射日光を遮る、そういった工夫が必要になってきます。今回外気温が33度なんですけど、35度以上になってくるとどうなるか分かりませんね。やっぱりただの鉄なんでかなり熱が伝わります。この当たってるルーフなどに毛布などかぶせればだいぶ冷えるかもしれません。もしくはルーフキャリアを設置して、その上にガラスのソーラーパネルを敷き詰めれば太陽光の熱は緩和されると思います。しかも電気も生まれるし相性良さそうですね。次いいなと思ったところなんですけど、エムズアートさん家具のクオリティすごい高いんですよね。木の質感もすごいいいですし、こういった端のところもしっかりモールみたいなのを取り付けて傷や汚れに強くなってます。この家具の種類やソファーの種類もすごいたくさんあるんで、もともとそういう会社を行っていたのかなっていうぐらい家具系に関しては強いと思います。車内調理ではデメリットだったこの小さいテーブルのおかげで車内がかなり広く使えます。この端から端までずっと使えるんで本当に広く使えます。もうフルフラットにしちゃってちゃぶ台など小さいテーブルを置くのも良さそうです。あとすごい何気にいいなと思ったのが、この座ってからですね、自分身長170センチでは頭つきません。端で座ってもつきませんでした。頭がつかないとこういった狭い空間でもストレスが本当に少なくなります。最後のメリットは何といっても価格と納期です。中古車ベースなので価格が安いのは一番のメリットですね。もちろん新車からもキャンピングカー作れるそうです。その場合中古車と新車の価格差分値段は上がります。納期も約6ヶ月ということで年内納車可能は嬉しいですね。キャンピングカーによっては1年は当たり前にかかるようになってきました。タウンエース一択だったこのクラスに新たな低価格の選択肢が増えて嬉しいです。 NV200 キャンピングカーの使い方としては、寝るの中心の旅行でご飯は外で食べる、もしくは車内でお弁当中心の方は最高だと思います。一言で言うならタウンエースより端に振ったキャンピングカーといった感じです。高速道路も得意だと思うので、この車だったら遠出も苦じゃないと思います。今から高速道路に乗ってその辺を確かめます。あとはサービスエリアなどの騒音するところでどのぐらい外の音聞こえるか試してみます。今岐阜県の恵那市にいます。この280万円の NV200 キャンピングカーを借りてレビュー車中泊旅に出ています。こちらはエムズアートさんの新作キャンピングカーになります。今日は高速道路旅に行ってきます。昨日は一般道山道を走行してましたが、キャンピングカーとは思えないぐらいよく走りよく曲がりました。高速道路での走行性能も楽しみです。今回の旅で気になるのがこの中の遮音性です。高速道路などパーキングエリアはエンジンつけっぱなしで休まれている方が多いので外の音かなりします。この NV200 は天井断熱とサイドに家具、そして全ての窓に遮光カーテンがあります。なので外の音を抑えてくれるんじゃないかなと期待しています。車内レイアウト、昨日はこのソファーモードで一晩過ごしました。足も下ろせてすごい楽でした。今日はこれ敷き詰めてフルフラットモードで過ごしてみます。展開はすごい簡単で、この板をはめるとフルフラットになります。これで横幅139センチ、長さ180センチ、高さ95センチのこの空間が誕生します。もう本当に自分の部屋を持ち歩いてる感じですね。この床下は丸々収納になりますので、収納力は桁違いでアップします。ただですね、これもう一回これ板外すんで取り出しにくくないか、この辺も体感してみます。そしてこの売りの超薄型のビルトインエアコンも今回フル活用して快適に車内で過ごします。高速道路走行して何%バッテリー充電されるかも確かめます。現在の残量は 36%、 サブバッテリーはリチウムバッテリーで容量 200Ah あります。この走行車に食べ物やクッカーやシュラフなど全て収納しています。先ほど燃料タンク満タンにしましたので、高速道路の燃費も計測していきます。はい、高速道路入ります。はい、で合流します。フル加速です。もう一瞬で80キロになりました。これは快適です。
現在80キロで高速道路を走行しています。エンジンの回転数は約2000回転ですね。加速の時も強く踏み込めばエンジンの回転数が上がって一気に80キロに加速しました。余裕のパワーという感じがします。多少上り坂になってもそんなに失速することもなく、ほんの数ミリアクセルを踏めばすぐに速度を維持してくれます。結構直進安定性も良くて、ハンドル握ってるだけでまっすぐ走ってくれる感じです。はい、きつめの上りに入ったんですけど全然余裕です。先ほどから途半車線も何本か走ったんですけど、もう本当イメージでは1センチ踏み込めばきつい上りでもすぐに80キロに達してくれます。そこからさらに踏めばきつい上りでも加速してくれます。80キロで走行している分にはかなり車内は静かです。タウンエースと比較してもこちらの方が静かだと思います。この辺は車内の鉄板むき出しのボディ部分が内装のカバーで覆われているのも関係しているかもしれません。本当キャンピングカーというか乗用車乗ってる感覚です。今現在岐阜県で間もなく愛知県に入ります。日ももうすぐしたら落ちて暗くなりそうです。最終愛知県の M ザートさんにこの NV200 返すんですけど、どのルートで行くかまだ決めてません。次のサービスエリアかパーキングエリアで止まってお茶でもしながらルートを決めたいと思います。高速道路を少し走行しただけなんですけど、キャンピングカーにしては全然疲れない気がします。高速道路の駐車場に駐車してみた感じなんですけど、比較的コンパクトな車なんで駐車は余裕です。前はこのぐらい空いていて、後ろもまだ若干余裕がある感じです。左右の幅もこちら側は少しだけ開けといて、反対側はちょっと多めに開けてる状態なんですけど余裕ですね。これだったら真横にぴったり車がついてもドア開けられます。キャンピングカーだと横につけられると開きにくいんですよね。いつもの癖でもう一番端に止めてるんですけど、この車だったらもう真ん中止めても全然問題ないと思います。それでは車内で少し休憩します。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。しかしこの空間、高速道路の駐車場とは思えませんね。フルフラットいいですね。自分はこの車だったらこっちの方が好きかもしれません。ただ長時間のフルフラットだと足に負担かかる可能性ありますんで、この辺も体感しながらどうだったのかお伝えしたいと思います。とりあえずこのフルフラットにしてまず最初にしたのが冷蔵庫の位置変えました。こっち側に移動しました。最初こっちだったんですけど、ここの真ん中のソファーなんですけど、冷蔵庫入れてたら取り出せないんですね。この真ん中のとこちょうどぴったりはまってるんで、紐とかないとこの開けるのが大変でした。端はこんな感じでスペースがあるんですごい開けやすいです。助手席のすぐ後ろのこちらのソファー下は開けるとゴミ箱にすぐアクセスできます。でこれはクッカーとかですね、調理器具入れてます。でこれ下駄箱なんですけど、これがこのソファーの台になってるんですね。こんな感じでソファーを支えています。今から M ザートさんに帰るルートなんですけど、現在地がここで、 M ザートさんは愛知県の静岡県寄りの豊橋市です。こんな感じで名古屋市内を通って帰りたいと思います。途中お風呂も併設されている刈谷パーキングエリアありますんで、そちらに寄りたいと思います。ここから先はジャンクションが連続します。急なコーナーが多いんで、このキャンピングカーに仮装された NV200 の高速道路でのコーナリング性能を確かめます。あとこれからトラックもかなり走りますんで、トラック追い越されるときですね、風の風圧で揺れたりしないか、その辺も確かめます。今から合流しますんで、40キロから80キロまでフル加速タイム計測してみます。せーの、はい。はい、予想よりも速い加速でした。本当にスポーツカーちゃうんかっていうぐらいウィーンっていう感じでエンジン上がって
今まで乗ったキャンピングカーの中で一番速いんじゃないでしょうか。これはこの NV200 の性能がいいっていうのもあるんですけど、後ろの仮装されている家具ですね、こちらが軽量なんであまり重くない証拠だと思います。もう本当運転中はキャンピングカーと思わなくていいですね。普通の車です。はい、かなり急なジャンクションのコーナリングです。すごい地面を吸い付くような、全くロールしません。スムーズに曲がっていってくれます。走っていて気持ちいいですね。名古屋市内入りました。名古屋市内の高速道路は制限速度が60キロなんですね。この名古屋市内のビルの夜景を見ながら走る高速道路、なんかいいですね。ワクワクします。はい、到着しました。刈谷パーキングエリアの名物、観覧車もしっかり見えます。駐車したすぐ後ろはトラックがエンジンつけて休まれています。なので結構音はします。この環境だとさすがに晩婚は車内の音かなり聞こえると思います。まずは車尺のセッティングしていきます。やっぱりエンジン音は聞こえるんですけど、かなり静かになりました。これだったら全然寝れると思います。一度このスペクトムアナライザーで音量を調べていきます。まずはこの開けてる状態、やっぱり開けてるとまあまあうるさいですね。それでは締め切ったこの車内測定します。62デシベルでした。ないことはないんですけど、車内でクーラーつけてるぐらいの音量ですかね。次は一旦このカーテン全部閉めてみます。はい、閉まりました。これで音量を測ってみます。61デシベルでした。これはもう誤差の範囲だと思います。それでは今日はここでゆっくり過ごします。バッテリーなんですけど、約1時間半ぐらい走行して 68% になりました。 33% 増えました。かなり増えましたね。やっぱり高速道路はずっと走行してますんで、走行充電の効率いいようです。車中泊の準備はもうこれで OK ですね。一瞬で終わりました。刈谷パーキングエリアは温泉併設されてますんで、一風呂浴びてきます。はい、じゃあ着替えを取って行ってきます。ここはパーキングエリアなんですけど、この漂う遊園地感、やっぱり刈谷パーキングエリアは楽しいですね。この併設されている柿椿の湯は夜10時まで開いています。最終が10時なんで結構遅くでも入れるのがありがたいです。昨日は山奥の人の少ない温泉、今日はたくさん人がいる温泉でした。こうやっていろんなお風呂入れるのも車中旅の醍醐味ですね。お風呂上がると肌寒くなってきました。今日のお昼は30度超えて暑かったんですけど、やっぱりこの季節寒暖差が激しいですね。今回の NV200 のような晩婚タイプだったら寒暖差にすごい弱いんですけど、やっぱり走りがいいのでその辺が悩ましいところです。しかしこの車が誰もキャンピングカーとは思ってないでしょうね。8ナンバー登録、これ8って書いてるんで、民主党が見たらキャンピングカーと分かると思います。車内モードだったらすごい落ち着きます。それではもう先にパジャマに着替えておきます。今現在外気温は 23.8 度、中は 22.1 度とすごい過ごしやすいです。お腹空いたんで晩ご飯にします。今日はこのインスタントのどん兵衛をいただきます。一手間加えてあんかけどん兵衛にします。まずは一旦お湯を沸かして普通にどん兵衛作ります。調理に使う電球は助手席に置いているポータブルバッテリー使っていきます。
や、見た目はかなり美味しそうにできました。味はどうでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったら急に眠たくなってきました。今回も洗い物なしなんでちゃちゃっと片付けて歯磨きします。やっぱりこうやって小さくてもシンクがあることによって歯磨き中でできるので、社長では本当ありがたいです。はい、今日もこの薄めのシュラフで眠ります。昨日このベッドで寝た時はちょっと硬いかなと思ったんですけど、慣れたらいけるような気もします。また明日の朝起きてどうだったかお伝えします。やっぱこうやって一人で寝るとすごい広いですね。寝てみたらですね、こっち頭にしてたんですけどちょっと下がってました。なんで今日はこっち側で眠ります。そうですね、やっぱこっちの方が寝やすいですね。このクラスのコンパクトなバンコンでもフルフルだったりするとこんなに広いんですね。自分キャブコン持ってるんですけど欲しくなりました。この NV200 なら気軽にどこでも行けるし、山や高速でも車の流れについていけるのでストレスなく冒険できそうです。もし自分がこの NV200 キャンピングカーを所持できたら、誰も行かないような国道とかに行って行き止まりでカップラーメン食べて気ままに車中泊したいです。そんなこともできるのがこのクラスの魅力ですね。ただ実際2泊3日旅で使っていると不満も出てきました。明日 M ザートさんに返却する前にまとめてお伝えします。おはようございます。暑くて目が覚めました。軽く汗ばんできました。車内の温度 29.6 度ですね。外気温は 21.8 度です。外は約22度なんですけど、中はやっぱり直射日光当たると30度近くなってます。バンコンのキャンピングカーは朝は目覚ましでなくて暑くて起きるのが恒例になってきました。外は涼しいんで一旦開けて空気入れ替えます。ドア開けると涼しい風が抜けていきます。この目隠しいいですね。後ろのドア両方開けてるんですけど全然外から見られません。でも隣に車いるときはやめた方がいいかもしれません。一旦空気入れ替わったんで閉じて着替えます。閉めて5分も経たないんですけど、もう汗ばんできました。車内の温度 29.8 度、もう30度になりますね。一旦トイレ行って少し散歩してから車内戻ってクーラーつけます。この調子だったら車内はどんどん温度上がってくると思います。何度まで上がるんでしょうか。ここのね、高さはそんなないんで乗り降りはしやすいです。外は涼しいです。中はもう軽く蒸し風呂状態ですね。カリアパーキングって確か総工費1億円のトイレありましたよね。そちら使ってみます。こちら側の駐車場はハイエアオアシスになります。安心して車中泊できますんで、音も静かだと思います。テント虫止まってますね。こっちはハッピーワンですね。この新色の色すごい可愛いですね。やっぱりボディがキャブコンタイプだったら、この外気温20度台でしたら涼しく過ごせると思います。この辺はキャブコンタイプとバンコンタイプ、本当に走りも含めると一長一短で悩ましいところです。ハイウェイオアシスの前にありましたデラックストイレです。これ1億円ではありませんでした。4億円でした。めちゃくちゃ豪華で綺麗でした。もう一瞬お金払うかなと思いました。中は絨毯が敷き詰められていたり、ラウンジがあったり、トイレの数も多くて、完成照明がたくさん設置されていて、確かにこれはお金かかるなという感じでした。さあ、車内何度になってますかね。外気温測定している温度計はこんな感じでタイヤハウスの中に入れて日陰の中に設置しています。外はまあまあ涼しいです。サウナ状態ですね。外気温 23.6 度なんですけど、中は 33.2 度です。バッテリー残量は 62% です。もうマックスでいきます。
5分ぐらい経つと涼しくなってきました。現在車内の温度は 24.9 度まで下がりました。下がったので風量はもう10にしておきます。開放感を得るためにこちら側のカーテンを開けています。火はこっち当たってますんで、こっちは問題ないと思います。それではパパッと朝ごはんをいただきます。換気扇がないので匂いが出ない調理にします。パンをくり抜いて目玉焼きサンド作ります。コーヒーと合いそうな朝食ができました。それではいただきます。ごちそうさまでした。パパッと作りましたが美味しいモーニングセットでした。それでは片付けて高速道路旅まだまだ楽しみます。ナイフだけ汚れてしまったんでウエットティッシュで軽く拭き取ってから水で洗っていきます。こういう時にこのミニシンクってすごい便利ですね。こんな感じで床下収納かなり容量は入ります。まだしかもこの辺とか全然使ってないんで2人でも荷物は余裕だと思いますが、今回調理器具はですね、このお皿はこっち側で炊飯器などフライパンこっち側みたいな感じで分けてしまったんで、この蓋を何回も取る作業がちょっと手間でした。はい、この真ん中に置いてる温度計現在23度で、フロントウィンドウに置いてる温度計はなんと 39.5 度、もう40度ですね。外気温のワイヤレスの温度計、電池が切れて表示されなかったんですけど、今アプリで現在地の気温を調べたら25度でした。本来だったらこの後ろも30度余裕で超えてると思うんですけど、23度と涼しく過ごせました。キャンプ場とかだったらこのギアのドアを開けて左右のドアも全開すれば風が抜けて涼しいと思います。でもこういった騒音のするところや街中の開けれない状況ではこのエアコン本当便利です。あとはペット飼ってる方もこのクーラー重宝すると思います。サブバッテリー残量は2時間近く使用して 34% まで減りました。朝エアコンつける前は 62% だったんで 28% 消費しました。1時間あたりだいたい 14% ぐらいですかね、減ったの。クーラー切るともうすぐ暑くなってきます。中に折れません。少し気になることがあります。走行充電なんですけど、一般道を走った時1時間あたり 12% 増えました。そして昨日高速道路計測した時は1時間あたり倍近くの 22% 増えました。ちょっとおかしい気がしますんで、もう一度1時間ぐらい走行充電試してみます。ちょうど横にこの LV200 の黒のバージョンが来ました。結構かっこいいですね。これだったら商用車感もないし普段使いももってこいですね。最近の NV200 はこんな感じで小窓があります。両サイドにありますね。そしてミッションは CVT に変更されています。 CVT は無段階変速なんでさらに走り滑らかそうですね。現在サブバッテリー 34% ですね。ここから1時間走行してみます。今愛知県の東側ですね、さらに東側静岡県側に M ザートさんがあります。でその近くにですね、道の駅豊橋というところがありまして、そこはだいたい1時間ちょっとで着きます。なんか名物のカレーうどんがあるそうなんで、お昼はそれをいただきます。高速道路走行でもう一点気になっているのがトラックの追い越しの風の煽りですね。多分大丈夫だと思うんですけど、一応確認しておきます。高速道路バイパス道路降りたら最後に燃費計測して、今回の高速道路差し分け旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。
はい、じゃあ最後まで安全運転で行ってきます。合流します。わ、トラックいっぱいですね。現在70キロでトラックがだいたい90キロぐらいですかね、追い越しされました。風圧による風の煽りは全くありません。昨日は風あまり強くなかったんですけど、今日は風かなり強いです。ビュンビュンと風が車体に当たっていることがします。はい、大きいトラック来ました。全然大丈夫ですね。先ほどからも10台以上は抜かされてるんですけど、全く風で煽られることはありません。やっぱり車の形って大事なんですね。車内が仮装されていても、やはり市販されている形、空力を考えられたこのバンコンタイプのキャンピングカーはキャブコンタイプのキャンピングカーのように風で揺れたりは全くないので、高速道路での風の煽りとは無縁のようです。はい、高速道路降りました。ここからはしばらくバイパス道路が続きます。なのでもうガソリン入れて高速道路の燃費計測しちゃいます。はい、セルフのガソリンスタンドありました。高速道路の走行距離は132キロですね。写真撮っておきます。うわ、すごい車の数ですね。めちゃくちゃ盛り上がってる道の駅です。到着しました。道の駅の前が混んでいたんで、この第3駐車場に停めました。ここの道の駅は愛知県で一番大きいみたいで、すごい人気です。気になっていた高速道路での走行充電なんですけど、約1時間半走行して 67% です。出発前から比べると 33% 増えましたんで、1時間あたり 22% 増えたことになります。やはり高速道路の方が走行充電の充電量は多いようです。容量 200Ah のリチウムバッテリーが1時間で 22% 増える結果になりました。ちなみに走行中もこの冷蔵庫はつけっぱなしなんで、本来はもうちょっと増えていると思います。かなり大きい道の駅ですね。店の前にはいろんな出店があります。ここは地元の野菜や果物が買えるようです。めちゃくちゃ広いです。大型スーパーのようで、こんなに大きい道の駅は初めて見ました。こっちは別にまたフードコートがあります。人気の理由がわかります。これが名物の豊橋カレーうどんのようです。他にもひつまぶし屋さん、カフェやパン屋さんもあります。テイクアウトできるみたいなんで車内でいただきます。いろいろ買っちゃいました。昨日の夜と今日の朝は自炊で安く済ましたんで、お昼はこうやって地元のものを豪華に買うのもいいですね。道の駅でダンディーなおじさんに声をかけていただきました。そしてお土産までいただきました。ありがとうございます。家族でいただきます。早速エアコンつけて涼みます。テイクアウトで購入したものなんですけど、名物のカレーうどんは残念ながらテイクアウトできませんでしたが、こちらの豊橋名物のカレーパンというのが売ってましたんで買いました。そしてもう一つすごい美味しそうなのが、この道の駅豊橋限定の三河手筒巻きっていうんですかね。このごまのご飯の中にエビとか唐揚げが入ってます。これめちゃくちゃ美味しそうです。この手筒巻きはできたものじゃなくて注文してから作っておられました。なのでこれ今熱々です。早速こちらからいただきます。すごい、ごまがもうこれでもかっていうぐらいまぶされています。でもこのままかぶりついてみます。さすが愛知県。中に味噌が入っています。このエビフライの衣に味噌が絡んですごい濃厚な味わいです。噛めば噛むほどごまの食感、香りも楽しめます。美味しいです。豊橋名物カレーパンはどんな味でしょうか。こちらもいただきます。ピリ辛で美味しいです。なんかキーマカレーのようなつぶつぶの食感もありつつで、ひょっこりとうずらの卵が出てきました。これは癖になりますね。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。今はこんな感じで半分フラット半分足を下ろしてます。このレイアウトは足がすごい楽です。こんな感じで地元の名物の食べ物をテイクアウトしてこの冷えた車内で食べるっていうのもいいですよね。道の駅のご飯屋さんで買ったゴミならそこにゴミ箱ありますんで、それを捨てるのは何の問題ありません。ただ車内でできた他のゴミはそこに捨てるのは NG になります。それではエムザートさんへ向かいます。3日間の旅も
もう終わりです。この NV200 キャンピングカーずっと気になっていたので、ようやく乗れてすごい嬉しかったです。最後にここで感想をお伝えします。まずは検証データ系なんですけど、燃費です。今日の高速道路は1リッターあたり 12.1 キロ走行できました。昨日の一般道山道は1リッターあたり11キロでした。キャンピングカーにしてはかなりいい数字です。軽キャブコンと同じぐらいですね。次、エアコンの検証なんですが、まずは使用時間ですね。容量 200Ah リチウムバッテリーで2時間使用して 35% ぐらい減る感じでした。なので 100% からだったら 5,6 時間は使えるんじゃないでしょうか。ただそれは今の季節暑くてもマックス30度ぐらいなんで、そのぐらいの話です。これが35度以上になってくるとさらに使用時間は減ると思います。3日間このビートインエアコンを使ってみて感じなんですけど、この位置が最高でしたね。ここ真ん中にあるんで、こう前全体に行けて、吹き出し口は左右方向変えれますんで、ここの運転席と後ろの間仕切りカーテンをしておけば、この風がここにぶち当たってでぐるっと回って後部全体が冷えてくれます。特にこの辺座っていたんですけど、ここはもう風が直接当たりますんで、吹き出し口付近はすごく涼しかったです。でもやっぱり日光直接当たってるとこの辺は暑かったです。この天井断熱ですね、これかなり効いてました。この天井断熱がないと天井かなり熱くなるんですけど、生ぬるい感じで収まっていました。これがあるとないとではクーラーの効きは違うと思います。ただこれは先ほども伝えた通り、外気温最高で30度ぐらいだったんで、真夏の35度ぐらいは再検証が必要です。ただ晩婚で真夏直射日光が当たった状態で車内で過ごすのは無理がありそうな気もします。日陰だったらいけると思います。35度以上日光当たった状態の車内で過ごしたい方は、素直に家庭エアコン搭載の断熱ボディキャブコンがおすすめです。そして走行充電の検証なんですけど、1時間あたり高速道路は 22% 増えました。一般道は 12% ぐらいでした。検証中はこの車載冷蔵庫だけつけてました。高速道路の方が充電速度が速くなりました。そして気になっていたクーラー使用しながらリチウムバッテリー容量 200Ah で足りるのか不安だったんですけど、走行しながら2泊3日持ちました。真夏はどうでしょうか。このルーフにソーラーパネルつけたらいけそうな気もします。では高速道路旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。まずは走行面から。デメリットはないです。メリットは普通車と全く同じ走行性能でした。昨日の一般道もそうでしたが、高速道路では快適そのもの。もうこのままどこか遠くへ行きたくなりました。速度100キロ出しても安定しているし、風の煽りも皆無。最後海沿いのバイパス道路、結構風がきつくて吹き流し真横だったんですけど、全く揺れませんでした。風速は10メーターぐらいあったと思います。この後ろの下層があって多少重くなっても問題ないぐらい NV200 は走行性能が高かったです。運転席のシートも座り心地よくて、今回の高速道路旅全く疲れてません。この車で車中泊旅ならどうでも苦じゃありません。それでは次は車内で感じたメリットデメリットなんですけど、まずはデメリットからいきます。一つだけデメリットを感じました。この床下収納の手間ですね。ここ開けて荷物取って、で向こうも開けて荷物取ってっていうのが結構手間でした。やはり上部収納やこの棚が皆無なので全部床下になります。なので毎回開けたり出したりが必須になってきます。前回の一般の車種泊でもお伝えしたんですけど、やっぱりこの紐が欲しいですね、開ける時の。そしてダンパーみたいな感じでここで止まるものが欲しいです。でもその辺は DIY でもなんとかなりそうな気がします。でこれ結構マットが大きいので、こんな感じで例えば荷物乗っていてこの辺のものに取りたかったら一度これを抜かして取る感じになります。でまた戻す感じになります。このアクションが増える感じですね。なのでもうちょっと細かく半分とかですねあれば、ここだけパカって取れたらこの辺の荷物を動かさなくていいので便利かなと思いました。次メリットなんですけど、まず1つ目、遮光カーテン。これすごい良かったです。今回移動して休憩しての繰り返しだったんですけど、シェードじゃなくてプライベート空間が保てました。そして日光の断熱もできました。この専用のカーテン一度体験しちゃうともうシェードには戻れないですね。次感じたメリット2つ目なんですけど、この遮音性結構高かったです。高速道路へエンジンつけて休まれているトラックの周りで寝たんですけど、ドアを閉めるとかなり音量下がりました。やはり鉄板むき出してなくて、この天井の断熱や横の家具、そして換気がないことにより密閉されていたような気がします。ここの天井にマックスファン換気扇のあるバンコに乗ったことあるんですけど、かなり外の音が聞こえました。
ただキャブコンと比べると音はしますが、バンコにしてはいい線いってるんじゃないでしょうか。自分は問題なかったです。3つ目のメリットはこのフルフラットの広さ、このクラスで実現していることです。サイズが横139センチ、長さ180センチ確保できたのはこの薄いビルトインエアコンのおかげですね。普通はこういったエアコン横につけることが多いんですけど、リアにつけて後ろの長さ180センチ確保できたのはすごいと思います。後ろから見るとこんな感じで、この下は中につながってますので長尺物も収納できます。そしてこの横は給排水のタンクになっています。でこの黒いのはエアコンの吸気になります。このグレーの吸気口は電気系ですね。走行充電やバッテリーなどの庫内に空気を送り込みます。お座敷モードで久々に車中泊してみたんですけど、本当に広く使えました。足しんどいかなと思ったんですが、意外といけました。1泊2日だったら問題ないと思います。3日間になるとしんどいと思います。車内で過ごす時間が少ないといける感じですね。最後試したここだけ開けて半分フルフラット、半分足を下ろせる状態、これ結構楽でした。この状態だったらここにくっつき置いて玄関も作れます。フルフラット状態だったらこの玄関がなくなってしまいます。ここに靴入れますんで、乗り降りの時にちょっとコツ入れますね。入る時はこの状態で靴脱いでこの中に入れないといけません。履く時もここから取り出してここで履く感じですね。フルフラットでもここだけカットしてくれたら玄関作れていいかもしれません。この辺は自分好みのキャンピングカーにオリジナルに変えていくのもいいかもしれません。このクラスのキャンピングカーは1台で普段使いから車中泊旅までこなせる万能クラスです。初めてキャンピングカーを購入される方やすでにキャンピングカーを持っている方で普段使い用とたまにソロ車中泊用の2台目としてもありなんじゃないでしょうか。自分もかなり欲しいと思いました。あとはこういった車を仕事で使われている方の休憩室として最高だと思います。車中泊以外でもかなり活躍しそうです。やはりクーラーの内蔵がポイント高いですね。タウンエースと NV200 どちらもバンコンタイプのコンパクトキャンピングカーとして一長一短がありますので、ぜひ実際に中に入ってチェックしてみてください。それではエムズアートに帰ります。はい、無事戻ってまいりました。ここで車の整備をされています。こちら前に紹介したアテナのキャンピングカー仕様ですね。こちらもビルトインクーラーでかなり快適でした。こちらの動画概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方チェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。